課長が中卒というのは本当でしょうか？ああ、そうだよ。この会社には10代の頃に製造工場の社員として入社したんだ。そう返すと、彼は眉を潜めた。彼は有名大学卒業の超エリート。俺より3つ年下だが、中卒の俺が上司になることが気に入らないようだ。10年ぶりに本社に帰還したが、こんなことを言う奴がまだいたなんて。まさか、この会社で中卒の人に会うなんて思ってもみませんでした。しかも、自分の上につく管理職と来たもんだ。僕らの高度な話についてこれますかね？楽しそうに笑う部下の姿に、俺は憤りを通り越し、虚しさを感じる。その時、あなた誰に向かって言ってるのよ？彼はね、社長令嬢がやってきて、俺の正体を明かすと、彼はわなわなと震えながら、悔しそうに唇を噛み締めるのだった。そして、あの事件が勃発することになる。俺は勅使河原新、34歳の会社員だ。俺はこの春に、地方の小さな営業所部長から、本社の営業部門の課長職への異動が決まった。本社での勤務は、実に10年ぶりだ。本日付でこちらに配属となりました。勅使河原です。こちらでは課長職として、皆様のお役に立てるよう、精一杯取り組ませていただきますので、よろしくお願いいたします。定型通りの挨拶をしながら、社員の顔を見渡す。10年前とは変わった顔ぶれの中には、あの頃よりも少し年月を感じる顔つきとなった。見知った顔も確認できた。一人一人の顔を確認している視線が、一人の女性と合わさり止まる。静かに微笑み、みんなと同じく小さく拍手をする彼女は、音のない声でつぶやいた。お帰りなさい。その言葉に口元がほころぶ。俺は小さく彼女にうなずいた。営業部のマネージャーである、望月理子。彼女もまた、10年前から見知った顔の一人だ。一通りの朝の朝礼を終え、通常業務が開始されると、望月と共に、現在の営業部の業務を確認していく。大体の内容は、異動が決まってから、前任者と引き継ぎはできているのだが、営業という仕事は毎日進展し変化する。進捗状況を個々の担当者に確認しておきたかった。勅使河原、久しぶりだな。いや、課長と呼ばなきゃだったな。田原さん、お久しぶりです。向こうの営業所では部長まで行ったんだってな。すごいじゃないか。小さな営業所でしたから。あそこができた時に異動になったのと、勤務年数の長さでフル株になってしまっただけですよ。はは、お前は相変わらず謙遜ばかりだな。今時中卒で管理職になれるなんてすごいじゃないか。田原さん。望月が諌めるように田原さんの名を呼ぶ。と、悪いな。まあよろしくな、課長さん。田原さんは、俺がこの会社に入社した時から、この営業部にいる先輩だ。すでに40半ばだっただろうか。彼もまた、月日を感じさせる顔つきになっている。悪い人ではない。むしろ、面倒見がいいタイプだが、思ったことが口に出る。余計な一言が多い人なのだ。年齢的にも管理職になっていてもおかしくないが、本人が自分は人の上に立つタイプじゃないと、今でも立場は一般職のままでいる。自分の性格をよく熟知しているのかもしれない。田原さんの一言で周りの空気が一瞬静まるが、すぐに各々の仕事を元通りに始める。その空気感に少し苦笑いが漏れた。今時中卒なんてあまり聞かないから、驚くのも無理はないな。だからといって、別段隠すことでもないので、俺もみんなと同じように業務の確認を再開する。海外営業の神田くんだね。よろしくお願いします。会社では昨年から海外での販売も始めている。その担当をしているのが神田だ。某有名大学を卒業しており、仕事もでき、語学も堪能。小規模なものだが、
会社の初めてとなる海外販売という取り組みを、ほぼ一人で担当している、現トップ営業マンだ。年齢は俺より3つほど下だったはずだ。前任者と望月からも、優秀だと名前が挙がっていた。ただ、少し彼の人間性についての問題点も伝えられてはいる。はい。先ほど田原さんとお話ししていた、課長が中卒というのは本当でしょうか？ああ、そうだよ。この会社には10代の頃に製造工場の社員として入社したんだ。そう返すと、彼は眉を潜めた。まさか、この会社で中卒の人に会うなんて、思ってもみませんでした。しかも自分の上につく管理職の人間ですか。不愉快だということを隠す気のない大きなため息を吐く。神田くん、それは業務には関係ないことよ。それに課長は営業としてもあなたより先輩で、先の営業所でも立ち上げに成功させるほどの優秀な成績を収めているわ。俺が口を開くより前に望月が注意する。あんな田舎の小さな営業所で成功しているだけで管理職になれるなんて、この会社は本当にいい会社ですね。ただ、さすがに本社でまでその学歴と経歴で上に立たれると、ねえ。僕らみたいにお話が合わない部下とじゃ、課長が苦労されるんじゃないかと、心配になっただけですよ。肩をすくめ、あざけるように口元が弧を描く。対照的に笑っていない目には、俺への嫌悪感がありありと浮かんでいる。ご心配痛み入るよ。よろしく。にっこり微笑んで、改めて挨拶を促せば。神田は少し目を見張り、よろしくお願いしますとつまらなそうに返してきた。この年齢でも前時代的な奴もいるもんだな。ここまであからさまではないものの、学歴や経歴に対しての嘲笑なんてものはもう慣れきっている。こんなことでいちいち気にしてなどいられない。一通りの挨拶や業務の進捗確認を済ましていると。その日の午前はあっという間に過ぎていった。俺は両親と6つ下の弟の4人家族という環境で育った。ごくごく普通の家庭だったと思う。しかし、俺が高校1年の冬に父が亡くなったことで環境は一変した。自営業だった父は事業のために膨らんでいった負債にいつも悩んでいた。疲労がたまり、自暴自棄になった父は酒に溺れ。ある日、交通事故で。母は専業主婦で、父の事業については何も聞かされていなかった。父が俺たちに残したのは多額の借金だけだった。母が迷うことなく相続放棄を選んだことで、結局父のものは何も残らなかった。私立高校に通っていた俺は、経済状況から通い続けるのは困難となり、高校2年になる前に中退。働いたことのない母では、ろくな仕事に就くことはできない。ごめんね、新。せっかく入れた高校なのに。港もやっと中学生になるのに、このままじゃ。謝り泣くばかりの母に、俺はすぐに働く道を選んだ。そんな俺に声をかけてくれたのが、父の親友であり、家族での交流が昔からあった、今の会社の社長だった。父は親友である社長にだけ悩みを打ち明けていた。泣きながら父は、家族だけが心配だ。家族だけでも助けてやってはくれないか、と言っていたそうだ。その言葉通りに、俺を拾ってくれた社長には感謝しかないけれど、それをするのがお前の役目だろうと、父への情けないという感情と、憎悪が増すばかりだった。残された家族を守るのが、俺に残された道だ。特にまだ、幼い弟に何不自由なく、学生生活を送らせる。年の離れた弟のことを守れるのは、俺しかいないのだから。中卒という学歴となった俺は、会社の寮に入り、製造工場の社員として働き出した。家を出るとき、弟は泣きそうな顔で、なぜ兄までいなくなってしまうのかと俺にすがってきた。お前を育てるためだ、なんて言えるはずもない。父のせいで兄は中卒となり働き、
弟のために犠牲になったなんて、弟のこれからの人生に罪悪感を持たせたくなかった。父によく懐いていた弟に、俺のように父を軽蔑する心を持たせたくなかったのもある。せめて弟の中でだけは、あの情けない男を偉大で大好きな父でいさせてやりたいと思った。兄ちゃんは学校の寮に入るから出て行く。母さんのことはお前に頼んだ。俺が弟についた嘘は、俺の人生で一番大きな嘘だ。昼食の弁当を食堂で食べていると、お弁当を持った望月が俺の隣に座った。神田くんのこと気にしないでね、新くん。社長の娘であり、昔からの幼馴染でもあるリコは、二人になると、俺を名前で呼ぶ。ああ、前評判通りの人物だ。あれくらいで目くじら立てたりしないよ。新卒で入ってきた時から、周りを少し下に見てる節がある人だから、有名大学出身のプライドなのかしらね。今の海外営業も一人でぐいぐい進めちゃうの。そのうちヘマしなきゃいいけど。困ったものよね。リコは周りに聞こえない程度の音量で話し、弁当の蓋を開ける。俺の弁当と同じおかずが少ない量で詰め込まれているそれは、彼女の手作りだ。菜の花の肉巻きなんて春らしくていいね。美味しいよ。それはよかった。久々のお手製弁当なんだからよく味わってね。ふふんと少し得意げに笑うリコとは幼馴染であり、婚約者でもある。営業所でしっかりと成果を出し、本社復帰を果たした俺と、今年30になる彼女は年内に入籍を予定しているのだ。この菜の花ね、この前会った時、お母さんがくれたんだよ。そうか。リコは俺より母とよく連絡を取ってくれている。お母さん、新くんがこっちに戻るの喜んでた。私も一緒に働いて、一緒にお弁当が食べられるの嬉しい。本当によかった。感慨深げにつぶやくリコに、俺もだよと微笑んで目線を合わせると、それが照れくさかったのか、リコは食堂に設置されているテレビに目線を移した。あ、湊くん。テレビにはお昼の情報番組が流れている。今注目のデジタルアートの最前線。仕掛け人である代表の勅使河原湊さんにインタビューというテロップと、インタビューを受けている勅使河原湊。大学在学中から創設したデジタルコンテンツ制作会社が国内外から注目を浴び、今や世界にも名が知られる会社の代表取締役が俺の弟だ。有名大学を卒業した学歴と世界に通用する新たなコンテンツを立ち上げた20代の若きリーダーは雑誌やテレビなどでたびたび取り上げられていた。俺にとって自慢の弟の湊だが、俺がその名を出すことはほとんどない。湊は俺を嫌っている。おそらく俺が家を出て自分と母を捨てたと思っているのだろう。そうなるように意図的に湊にも母にも会いに行かなかったのだから、それでいいのだ。湊が大学を卒業した年、母は体調を崩した。俺が金を入れていたとはいえ、父が亡くなるまで働いたこともなかった母が、女手一つで働き、中学生の息子を大学卒業まで育て上げるのは大変だったのだろう。それに、もともと体があまり強くない人だ。父が亡くなってから悲しむ暇もなく、張り詰めていた糸が解け、心身の疲労が一気に押し寄せたように倒れてしまった。めったに来ることのない湊から連絡を受け、病院に駆けつけ、病院のベッドに眠る年を取った母の姿を見た時には、近くで支えてあげられなかったことを初めて悔やんだ。母さんの入院費やこれからの生活費は俺が出すから、あんたからの援助はいらない。病院で久々に顔を合わせた俺に、何か言いたげに見えた湊は、謝るしかできなかった俺に対して、それだけしか言葉を発しなかった。すごいね、湊くん。こっちに戻ってきたことを湊くんには言う必要もないだろう。お母さん、3人で会いたいって言ってたよ。できることなら、
俺も昔のように仲のいい兄弟でありたい。しかし、無理じゃないかな。ほら、港は忙しいだろうから。俺が曖昧に濁していると、食堂のトレイを持った神田が近くを通りかかった。もしかして、勅使河原湊って課長の弟さんなんですか？ああ。テレビの画面でインタビューに答えている湊と、俺の顔を交互に見て、へえ、似てないですね、とつぶやく。母似の湊は中性的で、世間一般でいう整った顔立ちをしている。対して俺は父似だ。あの頃の父の年齢に近くなり、最近では自分の顔を見るたびに父の面影がよぎる。自分でも嫌になる顔だ。神田の言葉に思わず眉間にシワが寄った。俺の表情を見た神田が目を粉にする。まさか、こんな有名企業の代表の兄が課長だなんて、兄弟でここまで差がつくものなんですね。愉快そうに話す口元が笑う。そうだね。自慢の弟だよ。こんな嫌味をわざわざ相手にしていられない。表情を戻した俺は、受け流すように言葉を返し、弁当に目線を向け箸を進める。自慢って兄からしたらそうでしょうね。でも優秀な弟さんからしたら、中卒の兄がいるなんて公表したくないですよね。僕だったら恥ずかしくて、そんな家族がいること隠しちゃいます。なおも楽しげにおしゃべりを続ける神田に、リコの叱責が飛んだ。神田くん、いい加減にして。あなたの発言は立派なハラスメントです。人事部に報告させてもらいます。しかし、この言葉に神田ははっと鼻で笑う。望月マネージャーこそ、今の言葉は僕に対するパワハラになるんじゃないですか？ご自分の立場で僕に圧力をかけてくるのは立派な脅しですよ。あなた何言って。それに、リコの言葉を遮って、神田がガシャンとテーブルの上に、空になった丼が乗ったトレイを叩きつける。課長とマネージャー、婚約されてるんですってね。いいですね。そりゃあんな偏僻な営業所から本社の管理職につけるわけですよね。いずれは次期社長ですか？はは、そりゃ学歴なんて関係ないですよね。食堂にいる周りの視線がこちらに集まっているのがわかる。いいですよ。僕がしたことをハラスメントだと訴えればいいじゃないですか。恥ずかしいのは課長ですよ。僕は中卒で管理職になった社長のご息女であるマネージャーと婚約しているから次期社長。ただこの事実を言っただけです。でもあなたの言い方は明らかに勅使河原課長への侮辱です。なおも言い合おうとしている二人に俺は口を開いた。もういい二人ともやめなさい。神田くん、君が言いたいことはよくわかったよ。別に君が私をどう思おうが勝手だ。だが仕事にそれを持ち込まないでくれ。私個人への批判をするのは君の自由だが、会社のやり方が気に入らないと批判するなら、君の持ち回りの仕事を考え直さなければいけないよ。どんなに嫌でも、今の君の上司は私だ。少し低めのトーンでそう言えば、神田が一瞬ひるんだが、少し考えてから口を開いた。僕が受け持っている仕事は完璧にこなします。それだけの実績もちゃんと積んでいます。それに、今の僕の仕事を他の人間に回してもうまくできませんよ。これも事実です。僕の仕事をあなたのような学歴の人間が理解して管理できるとは思えません。今までの僕のやり方のままでやらせてもらいます。あなたのやり方には従いたくありません。そう言って、足早に立ち去る神田の後ろ姿に、俺は深くため息をついた。それからは慌ただしい日々が続き、季節は秋になろうとしていた。やはり小さな営業所と違い、本社の営業部ともなると忙しさは比べ物にならない。課長さん、この前話した追加発注の契約、先方から OK 出たから明日あたり一緒に挨拶行けっか？田原さんは相変わらず、課長という継承だけは忘れないが、俺をフランクに呼びつける。さすがですね。ありがとうございます、田原さん。私も一緒に伺いますね。夕方アポだから、そのまま上がって一杯やろうや、と、
酒を飲むジェスチャーで子供っぽく笑う田原さんに、ぜひと釣られて笑ってしまう。人たらしと言わしめるこの人の営業手腕には助けられているから、俺もほだされてしまうのだ。こちらに移動してきてから、彼をはじめ、古参の人とはもちろん、部署の人たちとはそれなりにコミュニケーションが取れ、部署内の営業成績も好調と言っていい。それなりに、というのは、やはり神田だった。あれ以来、神田とは業務での必要最低限しか会話はしていない。課長という立場上、話さないということは不可能なのだが、彼の俺への態度は一貫して、学歴が低い人間など認めないという姿勢だ。彼の仕事の進捗を確認しても、部長に直接承認をいただいてますので必要ありません。や、理解ができない人間に状況を説明するのは、業務が滞る原因になりますので不要です。など、のれんに腕押し状態で話にならない。彼が担当している海外営業は、今のところ神田の他に、適任者もいないので、部長も黙認せざるを得ないのだろう。勅使河原とお嬢は、11月に籍入れるんだっけか？頑張りどころだな、次期社長さん。翌日の仕事終わり、約束通り、俺と田原さんは居酒屋に飲みに来ていた。今年のサンマはあまり脂乗りが良くないな、と、ぼやきながら、肝部分を食べる田原さんが、お嬢と呼ぶのはリコのことだ。もちろん会社ではマネージャー呼びをしているので、彼なりに仕事モードとプライベートで分けている。そんな話、社長としてもいないですよ。結婚を認めてもらえただけ、奇跡みたいなんですから。何言ってんだよ。10代の頃から社長自ら育てたお前を、次期社長にしないで。誰選ぶんだよ。あの人は、見込みのないやつなんて育てない。そうだろ？そこまで大きくない会社だ。社長との距離も近い。俺より長いこと会社にいる田原さんも、社長のことはよく知っている。そう思ってもらえていればいいですね。お前が来てからの営業部の成績も横ばいだが悪くないだろう。ちゃんとやれてるよ。そう言うと、半分ほどになっていた俺のグラスにビールを継ぎ、自信持てと目を見て笑った。ほろ酔いで歩く帰り道は、先日までの暑さと湿気が嘘のように涼しく、乾いた空気が心地よく感じる。このまま荒れることなく、穏やかに過ごせればいい。見上げた夜空には、ぼんやりとした月の周りに、羊雲が漂っていた。10月に入った翌日。この日は、昨日の秋晴れと打って変わって、どんよりとした雲が広がり、今にも雨が降り出しそうな天気となった。課長、月末の入金確認が取れていない会社があります。マネージャーから報告を受け、すぐに担当者に確認してもらうよう会社と担当者のリストを確認する。これ海外の。担当は神田だ。俺は思わずため息が漏れた。向こうの言い分は、こちらの契約違反だから支払わないと。先方と話した経理の社員が真っ青な顔で報告に来る。そんなはずは、僕はそんな契約違反なんて。契約書をすぐに確認して、報告に声を荒げる神田に、努めて冷静に指示を出す。この会社との契約をしたのは、俺がここに移動する前の年のことだ。すでに取り交わされている契約書だったとはいえ、リマインドを怠った自分に舌打ちしたくなる。会社の弁護士を交え、膨大なボリュームの海外取引の契約書を改めて確認してみると、ことは想像以上に深刻だった。年間での発注ボリュームが記載された契約では、取引量は確約ではなく、目標値で契約していたはずだが、最終の契約書にはその明確な記載がされていない。先方は取引量は確約されていると判断した。要は、確実に納品すると約束した量が守られなかったのだから、金は払わないというのが向こうの言い分なのだ。最悪なことに、英文契約書での法律適用は相手方の法律で、管轄の裁判所も海外となっている。日本の法律も何も通用しないのだ。海外まで行って裁判をするにはかなりの費用がかかる。争ったとしても、
会社にとっては大きなマイナスにしかならないであろうと、弁護士は頭を横に振った。ここまで来ると、営業部だけの問題ではなく、会社全体を巻き込む大問題だ。僕はちゃんと、契約だって何度も話して確認したんです。それに、最終確認を怠ったのは管理職の責任ですよね。責任は僕だけじゃ。海外との取引では、最終の契約書が全てだ。口頭での約束や説明なんて何の意味も持たないということは、君ならわかってるだろ。契約書の最終確認までするのが、担当となった者の責任だ。ただ今は、誰の責任かなんて話はしていない。これからどうするかだ。君の言い訳なんて後からいくらでも聞いてやる。俺の言葉に神田は黙り込む。この事態が発生してから、神田の顔色はずっと青いまま。常に自分は悪くないと言い訳ばかりしている。他の業務はマネージャーや田原さんをはじめ、他の社員に任せられることがせめてもの救いだ。管理職以上はこちらの問題に日夜頭を悩ませていた。連日社内で話し合った結果、和解という形で海外の取引先と話をすることになった。和解までは年をまたぎ、何ヶ月もの期間がかかるだろう。争うよりもマシとはいえ、会社にとって大きなマイナスとなることは避けられない。大きくない会社だ。最悪のケースが頭をよぎる。和解交渉が始まってから数日、勤務時間外の20時過ぎ、神田が俺のデスクの前に立った。これを、幾分痩せたように見える青い顔の神田が手にしているのは辞表。なんだいこれは。責任を取ってやめます。覇気のないうつろな目が落ち着きなくさまよっている。この件の責任のことを、俺は手元にある海外取引の資料を指さす。はい。もう僕はこの会社で何もできません。僕がいなくなるのがこの会社にとって一番いいと考えました。力ない声はわずかに震えている。この件についての経緯はもう十分役員会で聞いたよ。君だけのせいじゃない。初めての試みに対して会社の体制が不十分だったと結論付けたはずだ。それともここに居づらくなったかい？違います。そんな逃げるなんて意味じゃなく、僕は少しでもこの責任を取りたく。それが逃げてるって言っているんだ。人気のない部署内に声が響く。君がここを去るのは簡単だ。実際今回のことで会社が君に解雇を言い渡すことだって可能だろう。ただ君が辞めて今のこの状況が良くなるのか？残った他の者の負担はいなくなった者の負担を強いられるのは残された人間だ。自分がいなくなればいいなんていうのは、ただの我が身可愛さの自己満足でしかないだろう。ここまで声を荒げたのは初めてかもしれない。胸の内を逆流するような怒りと虚しさが混ざり合った感情が溢れ出す。俺は今目の前で青い顔でうつむく神田に忘れたくても忘れられない哀れな父親を重ねている。一瞬身を固くした神田は思い詰めたような険しい表情を浮かべ、両手の拳を強く握りしめるが何も言わない。吐き出すように投げつけてしまった自分の言葉に後悔する。これでは彼を追い詰めてしまうだけだ。俺は小さく深呼吸し、できるだけ落ち着いたトーンで話した。声を荒げてすまない。君には会社を辞める権利がある。君にとってここにいることがこれ以上耐えられないほどの苦痛なのであれば、俺は君を引き止めたりしない。辞表を受け取ろう。デスクに置かれた辞表に手を伸ばすと、それより早く神田が手を置いた。逃げたくないです。本当にこれが責任の取り方だと思ったんです。でも、僕はまだこの会社でもがいていてもいいんでしょうか？いつも涼しい顔をしている神田が初めて俺に判断を委ねるように問う。本社トップの営業成績の君の手腕を俺は認めているよ。やれることを一つずつやっていけばいい。もがいて、それでも溺れそうだったら、その時は俺の腕を掴めばいい。
引き上げてくれるんですか？神田は先ほどより生気のある目をしているように見えた。腕を掴んで君と一緒に溺れることはできるさ。俺は肩をすくめてみせた。神田も会社も全部を拾い上げるなんて、そんな大口が叩けるはずがない。俺にできるのはせいぜい一緒に必死になって、彼の言う責任を代わりに取るくらいだ。なんで？それが上司の役目だろ。神田の眉尻が下がり、耐えるように唇を噛み締める。俺は、しまっておきなさいとだけ声をかけ、辞表を握りしめ、袖で顔を拭う神田を横目に席を立った。相変わらず、あなたは優しすぎるよ。廊下の自販機でお茶を買う俺に、声をかけてきたのはリコだった。盗み聞きかい？今日も遅いのかと思って、様子見に来たら話してるから入りにくくて。神田くんには内緒ね。少し意地悪く問いかければ、いたずらっぽく笑うリコ。ここ連日、九段のことと、通常業務が重なり、帰宅が遅くなることが増えている俺に気を利かせて、軽食を持ってきてくれたようだ。俺の時みたいに、必要になったら、あなたが責任を取るの？彼女の言う俺の時というのは、10年前に俺が地方の営業所に異動になったことだ。10年前、この頃俺は製造工場から異動し、品質管理課に配属されていた。いつか転職したくなった時に、できる限りの経験があった方がいいという社長の計らいだった。会社全体の部署を知ることで給与も上げ、俺が少しでも実家への仕送りを多くできるようにという温情だったのかもしれない。この年、短大を卒業したリコが正式に会社に入社し、俺が指導係となった。指導係といっても、1ヶ月もすれば、ほぼ一人で業務をこなしてもらう。滞りなく行われる業務に、俺もリコも安心していた。しかし、その年の秋、営業部の田原さんから品質管理課に連絡が来た。俺の担当のお得意さんとこから入ってる受注製品が、納期になっても入ってこないって連絡が来てるぞ。どうなってんだよ。田原さんの抱えるお得意さんというのは、会社にとっても一番と言っていいほどの重要な取引先だった。焦りと怒りが混じった田原さんの声に、リコが真っ青になる。スケジュールの担当をしたのはリコだったのだ。その時同時に発生していた生産ラインのトラブルによるスケジュールの遅延もあり、納期はさらに遅れてしまった。取引先も予定物資が入ってこないことで、トラブルが発生するという最悪のドミノ倒しだ。最終的に社長が頭を下げ、先方の損害を賠償するという形になった。社長や田原さんのおかげもあり、契約は継続してもらえるようになったのがせめてもの救いだ。会社の様々な部署にも負担をかけることとなったこの件は、やはり誰かしらが責任をという形になる。社長ははじめ、担当だったリコにそのまま左遷を言い渡したが、俺は自分にしてくれと頼み込んだ。彼女の指導係である自分を左遷してください。本当にいいのか？今回の件すべてを背負うことになるんだ。左遷先はできたばかりの営業所で、正直今回のこともあって維持ができるかもわからない。自力で盛り上げるだけの覚悟があるか？この時はまだリコと俺は付き合っていなかった。いずれ会社を背負う身になるリコが今回の件の責任を取るのは彼女にマイナスになると思った。社長の娘である彼女のマイナスは恩人である社長にとってもマイナスになってしまう。社長にも会社にも感謝しかないのだ。自分が左遷されることなんて大したことじゃないと思えた。せっかく本社に戻れたのに、またどこかに行くことになっちゃうかもよ。今度は一緒に来てくれるかい？喜んで。ふふっと笑う彼女から徐々に笑顔が消える。この会社大丈夫かな？今回は俺の左遷なんかじゃなく、会社ごと倒産しかねない大きな損害。父親が築いてきた会社の危機に娘が平気なはずがない。俺ができることはすべてやるよ。君と社長を悲しませたくない。
無意識に握りしめてしまっている俺の拳の上に、リコの手がそっと重なる。一緒によ。あなたにだけ背負わせない。お父さんだってきっとそのつもりよ。ありがとう、新くん。ああ、重ねられた手をゆっくりと握り返した。俺たちは話し合った結果、会社の状態が安定するまで入籍を延期することにした。父親である社長に報告した際、いつもお前にばかり負担をかけているな。あいつに任されたはずなのにすまないと悲しげに言われたが、ここまで俺を育ててくれた社長への恩を返したいのだと伝えた。その年の年末、当初の見立てより早く、海外の取引先との和解の件が終結した。会社は和解により、大幅に減額した代金を回収するにとどまり、取引先との契約は打ち切られた。円安により、国内売上が低下している今、海外との取引がなくなるのは大きな痛手となる。今年度で計算されていた売掛金の回収は不可能になり、会社は赤字を余儀なくされたのだ。すぐにとはいかずとも、このまま赤字が続けば、数年後には会社は倒産しかねない状況に陥っていた。社長は銀行からの融資などの資金繰りに頭を痛めている。将来的なことを含めて、社長は俺にも資金繰りについては話してくれていた。このままでは本当に、俺とリコが継ぐことになる会社の現状に不安を残したまま、年越しを迎えることとなった。明けましておめでとう。新年の2日、リコと共に母の元へ顔を出した俺の心境は、決して晴れやかな年越しではない。会社大変なんだってね。心配そうに尋ねる母に、ああと、歯切れの悪い返事しかできない。結婚の延期の話をした時に、母には現状を簡単に話していた。おそらく、リコからもっと詳しく聞いているのかもしれない。それより、母さんは体調どう？顔もなかなか出せなくてごめんね。あまり心配をかけたくなくて、俺は話をそらした。一時期体調を崩していた母は、今はかなり元気になり、一人暮らしをしている。うん、おかげさまで元気よ。ほら、おせち作ったから食べて。テーブルには母お手製のおせちが並ぶ。一人暮らしの母が作るには、随分と量の多いそれは、母が張り切ってくれたことがよくわかる。ありがとう。いただきます。家を出てからほとんど会うことのなかった。俺と会うのを楽しみにしてくれていた。母の優しさに顔がほころんだ。お母さん、このお正月は、湊くんは帰省しないんですか？リコの問いかけに母が、そうねえと考える素振りをして、壁掛け時計をちらりと見たとき、ちょうど家のインターホンが鳴った。明けましておめでとう。久しぶり。湊。明けましておめでとう。家に入ってきた湊に、俺は驚き戸惑った。母からは、湊は仕事で忙しいから、三が日には来ないと聞いていたからだ。さあ、久々にみんな揃ったんだから、おせち食べましょう。俺と湊の何とも言えない空気感を拭うように、母が手をパンと叩き、食事を促す。始まった食事は、終始母とリコが気を使って話してくれていた。せっかくだからと、母はおとそに見立てた日本酒を出してくれる。手際よく、日本酒と酒器が出てくるあたり、母は俺と湊が勝ち合うのを見越していたようだ。湊くん年末年始も忙しいでしょ？クリスマスイベントもあったし、海外での開催もあったよね。テレビでやってたの見たよ。すごいね。湊のおちょこに日本酒を注ぎながら嬉しそうに話すリコ。湊とリコが会うのは、湊が小学生の時以来かもしれない。あ、どうも、と言いながら、酒を受け取る湊は、お返しにリコのおちょこに酒を注ごうとした。私はもういいから、新くんに入れてあげて。俺と湊が一瞬固まる。あまり声を発していなかった俺が慌てて、いや、自分で、と、嫌いな人間に酌などしたくないだろうと断ろうとしたが、おちょこ持ちなよと、意外なことに湊がそれを制した。促された俺は、ありがとう、と、戸惑いつつ、その酌を受け取る。ぎこちない空気感がいたたまれない。
さて、お雑煮の準備してくるわね。リコちゃん、手伝ってくれる？母はそう言うと、リコを引き連れ部屋を出て行ってしまった。この空気感で二人にされるのは非常に気まずい。俺は会話を探しながら、ちみりと酒を舐めていると、あの里、港が口を開いた。会社、うまくいってないんだって。母さんか。港が知るはずのないことを口にしたので、すぐに出所の見当がつく。まあ、今社長もみんなも頑張ってるとこだよ。今の状態のままじゃ、会社だけでどうにかなる状態じゃないんじゃないの？次期社長だか知らないけど、結局今はただの課長ってだけの社員に過ぎないあんたに何ができんの？どこまでうちの会社の経営状態を知っているのか。港の言葉に息が詰まりそうになる。言外に、いざという時に役立たずの兄が、これ以上弟に迷惑をかけるなよ、と言われている気がした。そうかもな。会社が最悪ダメになっても、港と母さんには迷惑かけないから安心して。港の会社のイメージが悪くなることなんてないように、できるだけ関わらないようにするからさ。あんたは結局、最後は父さんみたいに、俺らに何も言わずにみんなを捨てて逃げる気かよ。目線をそらして、矢継ぎ早に告げた俺の言葉に、港が冷たく言い放ってくる。父さんみたい。その言葉に俺はカッとなって言い返した。なんであいつみたいになるんだよ。俺はお前たちに迷惑かけないって言ってるだろ。その考えがそっくりだって言ってんだよ。父さんは俺らに、家族に頼れなくて、何も言えなくて勝手に消えただろ。一人で抱え込んでカッコつけてんじゃねえよ。急な港の激高に、俺は驚いて何も返せない。なんで俺に頼らない？頼れよ俺を。あんたは昔からそうだ。何も言わずに家から出て行って、自分だけが犠牲になって。俺が子供だったから？何もできない役立たずだったからか？言えよ。恩着せがましくてもいいから。弟と母さんのために自分は身を粉にして働きましたって。だから、今度は自分に恩を返せって言えよ。お前、何言って。知ってたのか？知らないわけないだろ？父さんのすべてがなくなって、母さんの少ない稼ぎだけで暮らせるはずがないって、中学生のガキでも分かってたんだよ。だから俺も、中学を卒業した時に働こうとしたんだ。でも母さんに止められたよ。兄さんの思いを潰さないでくれって泣きながら。だから必死に勉強して、大学まで出て、でかい事業を成功させて、絶対に母さんとあんたに恩返しするって決めたんだよ。なのに、あんたは全然、俺を頼ろうとしないだろ。憤りに染まっていた顔に、悲しみが浮かぶ。母さんが倒れた時、あんた俺にごめんしか言わなかったんだよ。俺は話したいことがたくさんあったのに、それも受け入れようとしない態度で、ただ謝ってるだけだった。もう大学を卒業した俺から解放されたいんだって。今まで自分を犠牲にしてまで金の面倒を見た弟から解放してくれって言われてる気分だった。そんなこと思うわけないだろ。兄らしいことも何もしてやれなかった人間だ。嫌われてると思ってた。そうなるようにしてたんだ。話したかったよ。俺だってお前と。じゃあ話せよ。何も言わずいなくならないでくれ。兄さん、あんたはあの人にそっくりだよ。優しすぎて人に頼れない。このままじゃ兄さんまで父さんみたいにいなくなるんじゃないかって。俺も母さんも不安なんだ。だから頼ってくれよ。もう俺は何もできないガキじゃないよ。赤くなった目元を隠すことなく、まっすぐに見つめてくる港の瞳に、俺の目からは涙がこぼれていた。それからはとても早くことが進んでいった。港は、うちの会社に貸すのではなく、無利子の援助金を申し出てくれたのだ。突然の申し出に戸惑っていた社長には、兄を育ててくれた社長は、自分を育ててくれたのも同じですと、港は礼まで述べてくれた。さらに、うちの会社で製造しているものを、港の会社でも今後取り扱いたいと、新たな契約まで結んだ。港の会社と契約することが大きなプロモーションにもなる。これにより、数年のうちに倒産の危機にあったうちの会社は、
大きく立て直すことができた。慌ただしかった業務も落ち着きを取り戻し始め、もうすぐまた春が訪れようとしていた。この4月から神田は、俺が10年いた営業所への移動が決まっている。俺は社長や人事による左遷化と不服を申し出たが、本人が移動の希望を出したと聞き、驚いた。自分がどれだけ人をおごっていたのかと反省したんです。いざミスを犯した時に、僕一人では自分の尻拭いもできないのに、なんて恥ずかしいんだって。課長が築き上げた10年の場所で、学歴や経歴なんかじゃない営業力をつけたいって思って、逃げません。またここに必ず戻ります。課長、申し訳ありませんでした。本当に、あんなひどい態度しか取れない僕の腕を掴んでくれて、ありがとうございました。ああ、頑張れ。待ってるよ。彼の成長が素直に嬉しく思えた。港と俺は、あれから少しではあるが、連絡を取り合うようになっている。仕事のこと以外の日常の会話も、ぎこちなくはあるが、兄弟らしい会話ができてきていると思う。今日は結婚の挨拶もだけど、改めて港くんにお礼を伝えたいの。俺とリコは、この春に入籍した。晴れて正式な夫婦となったのだ。仕事の関係で海外に行っていた港とは、両親たちとは別で食事の場を設けた。改めて会社の件のお礼を言うリコに、港が微笑む。いや、俺は恩を返したかっただけだから。もうみんなして、俺に会うたび頭を下げるのは本当にやめてよ。それに、兄さんの会社の製品は、うちの会社のイベントでも必要なものになるから、うちでも助かってるんだよ。深々と頭を下げるリコに困った様子の港は、テレビや雑誌で見る、堂々とした会社の代表としての表情とは違い、どこか新鮮だ。それより、改めて結婚おめでとう、兄さん、リコさん。祝いの言葉をかけられ、ちらりと俺を見たリコは、少し照れた笑顔で、ありがとうと笑った。兄さんが嫌になったらいつでも俺に連絡してくれていいからね。にっこりとリコに微笑み、ウィンクまで飛ばす港に、リコがきょとんとする。おい、と、思わず俺は港に食ってかかりそうになってしまった。俺の知らない間に、この弟は随分と女たらしに育っていたようだ。確かに、この顔なら、女からはモテるだろう。あはは、仲のいい兄弟じゃない。リコは楽しそうに笑い出した。港くんのお誘いは嬉しいけど、一生嫌になんてならないよ。こんな優しい人、他にいないでしょ。なぜか誇らしげに言い放つリコに、今度は港が笑い出した。確かに、世界一優しい人だよ。ね、兄さん。今度は俺にウィンクを飛ばす港に、最後は俺が笑ってしまう。こんなに愛おしく、大切な家族を守るためならば、自分を犠牲にしたって構わない。でも時に、それが家族を傷つけてしまうなら、俺はもう家族に助けを請うことも厭わない。大切な家族と共に、この先も歩んでいきたいと思うから。地主だと聞いていたから見合いさせたのに、農家だと？冗談じゃない。あの社長、こんな底辺なんか紹介しやがって。あんな安い軽トラしか買えない貧乏人と、うちの娘が釣り合うわけがない。だいたい地主って言ったって農家じゃ話になんね。泥まみれのやつと結婚なんてしたら、こっちまで土臭くなっちまうじゃねえか。初対面だというのに、お見合い相手の父親はいきなり見下すような発言を繰り返してきた。そのあまりの言われように、さすがにカチンとする。確かに毎日土にまみれて生活しているが、代々受け継がれてきた農家という職業に、俺は誇りを持っている。馬鹿にされたままでは納得がいかなかった。確かに、畑仕事は汚れてしまいます。ですが、米や野菜を作ることに誇りを持っています。母と二人、力を合わせながら続けてきました。俺が反論したのが気に食わなかったのか、父親はさらに眉をつり上げた。
母と二人？父親は何をやってるんだ？父は他界しました。それから母と二人で農家を続けています。俺の言葉に話にならん。と父親は大声を上げた。片親で農家だと？お前ら、うちに寄生するつもりか？ふざけるな。お前らみたいな土臭い貧乏人にやる金なぞ、ビタ一文ない。それに、お前は高卒なんだってな。おまけに母親しかいないんじゃ。どうせろくな教育も受けてないだろう。たかが知れる。社会の底辺とは、話すだけ時間の無駄だ。自分の娘が咎めるのも気にせず、父親は唾を飛ばしながらわめき散らしてくる。もう、俺たちの前に姿を見せるな、貧乏人が。この見合いはなしだ。父親がそう叫んだ瞬間、それはよかったわ。と、俺の母親がやってきた。そして、あなた、明日から無職ですよ。と言い放つのだった。俺は田辺陽平。都会から少し離れた、いわゆる田舎にある農家の長男だ。実家は代々米農家で、地元の有名企業である朝日商事にお米を卸していた。俺は地元が好きではあったけど、都会にも憧れがあり、家業を継ぐという考えはあまりなかった。そんな俺の生活が一変したのは高校2年の頃だ。大口の取引相手である朝日商事の担当者が新しい人に変わった。新しい担当者は以前の担当者とは違い、米の買取価格を極端に値切ってくるような男だった。比較的安値で卸していたうちの米だが、それをさらに安くしろとごねてくる。断ろうとしても契約を切ると脅され、大口顧客を失うわけにいかなかった親父は、しぶしぶ安い値段で卸すことにした。それでも、なんとかギリギリ黒字を保っていた我が家だが、それも長くは続かなかった。ある日、俺が学校から帰ると、家の裏から言い争うような声が聞こえてきた。何事かと思った俺は、足音を忍ばせて、物陰から声がする方をこっそり覗き込む。そこには、親父とあの担当者の男がいた。またあいつか、と嫌な気分になる。あの男が担当者になってから、ろくなことが何一つない。どうやらまた米の値段のことで揉めているようで、いいから安くしろという男に、親父がこれ以上は無理だと言い返していた。たとえほんの気持ち程度の値引きだったとしても、大口に下ろす量にもなれば大きな差額が生じてしまう。詳しい売り上げのことは知らなかったが、夜な夜な親父や母さんが帳簿を睨みつけるようにしていれば、芳しくないことは容易に察しがついた。二人の押し問答がしばらく続き、いい加減そろそろ割って入ろうかと考え始めた頃だった。それじゃあ、それなりの誠意ってもんを見せてもらわないと。ねえ、とわざとらしく言う男に、親父が怪げそうな顔を返した。うちが買ってやってんだから、感謝するのが当たり前でしょうが。そう言って、ニタニタと笑いながら、親指と人差し指で円を作り、お金のジェスチャーをした。担当者の男は、あろうことか賄賂をよこせと言ってきたのだ。当然、親父はそんなことはできないと断った。あんたね、自分の立場わかってんの？うちは別にお宅から買わなくてもいいんだよ。だから金を融通しろと暗に言う男に、親父は断固として首を横に振る。結局、親父がきっぱりと断り続け、男は、と舌打ちをして荒々しく帰っていった。そんなことがあってからしばらくして、うちの米の評判が不自然なほど
ガクッと落ちた。今まで付き合いのあった業者やお店のほとんどが、突然うちの米はもう買わないと言い出したのだ。理由を聞いても、みんな一様に言葉を濁し、とにかく買わないとそっけなくなってしまった。これまで長い付き合いがあったのに、突然手のひらを返したような態度に、俺たち家族は困惑していた。しかし、米が売れなければ生活ができないからと、今まで付き合いのなかった会社に売りに行っても、なぜかどこも買ってはくれなかった。なぜと疑問に思っても、一向に答えはわからない。来る日も来る日も、両親は何とか米の卸先を見つけようと方々を駆け回っていた。何とかしたいと思いながらも原因がわからずどうしようもできないでいると、ある時親友の一人が教えてくれた。どうやらうちの米は去年取れた小米を新米に混ぜて売っているという根も葉もない噂が出回っているらしい。そのせいでどこもうちの米を買ってくれなくなったのだ、と。一体誰がそんなことを、と思った瞬間、朝日商事の担当者の顔が思い浮かんだ。賄賂をよこせと言ってきたあの日以降、あの男はうちに顔を見せず、買い取る量もだんだんと減らされていった。そしてあの頃から周りの視線が冷たくなっていった。きっと親父が賄賂を断ったからこんな嫌がらせをしてきたに違いない。俺は両親にこのことを告げたが、だからといって解決できる問題でもなかった。結局は噂が一人歩きしてしまい、どれだけ訂正しても風評被害のせいで米は売れなくなってしまった。ただでさえ安価で買い叩かれていた上に、大量の在庫を抱える羽目になり、さらには農業用のトラクターが壊れるという不運が重なってしまった。それにより我が家は莫大な損失を抱えることになってしまったのだ。このままでは生活できないと、今まで以上に奔走していた親父は心労で倒れてしまった。入院費も重なり、家計はかなり苦しくなった。今さら新しい卸先を開拓する猶予もなかった俺たちは、付き合いが悪くなっていた朝日商事に交渉しに行くしかなかった。もう一度、以前のように米をおろさせてくれないかと母さんが頼みに行ったが、結果は何も変わらなかった。門前払い同然に取り合ってもらえなかったらしい。どうすることもできないまま、結局、親父は退院することなく帰らぬ人となってしまった。倒れてからあっという間の出来事で、俺も母さんも悲しみに打ちひしがれた。きっと良くなって帰ってくるだろうと思っていたから、親父が帰ってくるまでになんとか米の卸先を見つけようと必死だった。だけど何一つ目処が立てられないままだ。大黒柱を失い、米も大量の在庫を抱え、壊れたトラクターを買い替える資金もない俺たちは、先祖代々受け継いできた土地のほとんどを苦渋の選択で売り、なんとか持ちこたえていた。しかし、今までの収入源と同じくらいの米を作れるような広い畑はもう残っていない。生活のために多少の足しになればと、残った土地を使って野菜を作ることにした。近くの直売所で販売を始めたが、最初は驚くほど売れなかった。野菜の質は悪くないはずなのに、いまいち売り上げが伸び悩んでいる。他より安くしてみたり、パッケージの見た目を良くしてみたり、といろいろ試したが、売り上げは微々たる変化しかない。野菜の販売だけでは到底生活していくことはできず、母さんがパートもしてギリギリの生活をなんとか保っていた。だけど、このままでは遅かれ早かれ路頭に迷ってしまうのは目に見えている。なんとかしなければと思った俺は、ネットなどで人気が出ている野菜と何が違うのか、
自分なりに研究を重ねた。ネーミングを変えたり、SNS を活用した宣伝など、地道な改良を数えきれないほど繰り返した。それでもなかなかうまくいかず、一気に売り上げが上がることはない。苦しい日々が続いたが、俺は諦めるわけにはいかなかった。やがて小さな積み重ねが功を奏し、少しずつではあるけど、野菜も売れていくようになっていった。ある時、顔なじみになったお客さんに、いつも美味しいお野菜ありがとうね、と言ってもらえたことがあった。売り上げが伸びていても、直接美味しいと言ってもらえたことはなかったので、とても驚いた。それと同時に、衝撃にも似た喜びが体中を駆け巡ったのを覚えている。野菜はいろんな場所で売っているけど、わざわざうちの野菜を選んで買ってくれる人がいる。それはとてもすごいことで、とても嬉しいことだと実感した。食べてくれる人に良い野菜を届けたい、と強く思った俺は、高校を卒業したら農家になろうと決心をした。晴れて高校を卒業した俺は、決心した通り野菜農家になった。ただ売るためじゃなく、食べてくれる人のためを思うと、農業について研究するのがとても楽しかった。土や肥料の工夫や改良を重ね、野菜の売り上げは年々右肩上がりになる。おかげで生活にも余裕ができて、野菜と合わせて再び米も作れるようになった。親父とのつながりだからと、最後の最後まで売らずに残しておいた小さな田んぼだ。しかし、卸先が見つからず、収穫した米をどうにか活用できないかと考えたのが米粉のシフォンケーキだった。もともと母さんがお菓子作りが好きだったのもあって、米粉のシフォンケーキはとても評判がいい。野菜と一緒に直売所に持っていくと、一番最初に売り切れることも多かった。農作業に直売所、お菓子作りやネット販売とやることは多く、忙しかったがやりがいがあって充実した毎日だった。そんなある日、いつものように直売所で品出しをしていると、お客さんがやってきた。すみません、シフォンケーキありますか？声をかけられ、はい、ちょうど追加したところです。と振り返った俺は、その女性を見て息が詰まりそうになる。彼女はど真ん中ストレートをぶち抜くほど俺の好みのタイプだった。どうしよう。めちゃくちゃ可愛い。本当ですか？よかった。お目当てのシフォンケーキがあると知った彼女が嬉しそうに笑う。その顔がまた可愛くて、俺の心臓はバクバクと飛び出しそうなほど暴れまくっていた。喋ろうとしても緊張してうまく言葉が出てこない。口ごもる俺に彼女は優しく笑いかけてくれた。私、このシフォンケーキのファンなんです。とっても優しい味で、作ってる方の思いが伝わってくるみたいで、食べると嫌なことがあっても元気が出てくるんですよ。彼女の言葉に母さんがケーキ作りに込めた思いが届いたように感じて、嬉しさが心の底から湧き上がってくるような感覚に包まれた。そうなんです。このケーキ、母が丹精込めて作ってるんですよ。うちは代々米農家だったんですけど、亡くなった父の米作りにかけてきた思いをなんとか残したいと思って、米粉のシフォンケーキを考えたんです。最初はうまくいかなくて、試行錯誤を繰り返して、今風にアレンジしちゃったんですけど、代々受け継がれた味は残すことができまして、美味しいと思ってもらえるように改良を、と言いかけてハッとする。彼女の言葉が嬉しくて、ついまくし立ててしまった。いきなりこんなことを語られても困るだろうと、慌てて謝罪する。惹かれてしまったかと思ったが、彼女はふわりと花が咲くように柔らかく笑ってくれた。
素敵な思いがこもったシフォンケーキなんですね。その笑顔がまた綺麗で、俺の心臓は再びバクバクと暴れ回った。全種類いただけますか？あ、はい、もちろんです。ケーキを入れた袋を渡すと、彼女がまた嬉しそうに笑う。また来ます、と言って去っていく背中がとても名残惜しい。うちのケーキを気に入ってくれているみたいだったから、また会えないかと淡い期待を抱いていたが、残念なことにまた会える機会はやってこなかった。そんな出会いを引きずりながら、忙しい日々を過ごしていたある日、直売所の社長から、お見合いしないかと声をかけられた。突然のことに驚いていると、社長は、君ならぴったりだと思うんだ、とバシバシ俺の肩を叩いた。何でも相手はレストランを何社も経営している社長令嬢で、俺と年が近いらしい。しかし、俺はといえばただの農家。しかも高卒だ。到底ぴったりだとは思えない。俺なんかじゃ釣り合いませんよ。何つまんないこと言ってんだ。陽平くんのことは向こうにも伝えてあるし、その上での話なんだ。だからどうだと少しばかり強引に聞かれて、俺は悩んだ。仕事はやりがいもあって楽しいし、順調だ。すぐに結婚したいという願望があるわけじゃなかったが、いつかは結婚したいという希望はある。それに、直売所の社長には恩もあるし、社長が勧めてくれる人だから悪い人ではないだろう。出会いがないのは事実だったので、これも何かの縁かと思い、一度会ってみることにした。母さんにこのことを伝えると、大層驚いていたが、同時にとても嬉しそうに笑ってくれた。俺以上に乗り気な母さんは、孫の顔が見たいわ、と随分気が早いことを言い出す始末だ。会ってみるだけだ、と言っても、ずっと嬉しそうにしている母さんを見ていたら、俺までそわそわしてしまった。そんな調子で迎えたお見合い当日、母さんに休養が入ってしまい、俺は一人でお見合いへ向かうことになった。とても楽しみにしていた母さんは最後まで残念そうだったが、急いで用事を終わらせて会場へ向かうと意気込んで出発していった。急ぎということで車は母さんが乗って行ってしまったため、家には軽トラしか残っていない。仕方ないので、俺は土ぼこりだらけの軽トラをきれいに洗車する。相手のご両親にと託されたシフォンケーキを助手席に乗せて、俺はお見合い会場へと向かった。セッティングしてもらった会場は高級料亭だと知ってはいたが、現地に着いてみると想像以上に軽トラは場違いだった。ピカピカに磨かれた高級車が多く、俺はなんとなく一番端の目立たない場所に軽トラを止める。俺が降りるのとほぼ同時に、近くに止まっていた黒い高級車から家族連れが降りてくる。なんとはなしに目をやって、俺は、あ、と声を上げてしまった。高級車から降りてきた女性は、以前直売所にシフォンケーキを買いに来てくれたあの可愛い人だった。彼女も俺に気づいたようで、こんにちは、と挨拶してくれる。その笑顔に俺の心臓はものすごい勢いで早金を打った。偶然ですね。そうですね。にっこりと笑った彼女はやっぱり可愛い。俺がぼーっと見惚れていると、彼女は待ち合わせをしているから、と申し訳なさそうに言った。その言葉に、俺もお見合いがあるんだった、と、ここへ来た目的を思い出す。どちらともなくのれんをくぐり、受付で、田辺です、と告げると、彼女が驚いたように、えと声を上げた。俺が不思議に思っていると、彼女は受付に、野上です、と告げる。そこで俺も、と驚いてしまった。なんと、今日のお見合い相手である野上さんとは、
彼女のことだったらしい。あまりにもできすぎた偶然に、俺は夢でも見てるんじゃないかと思ってしまった。あら、本日はよろしくお願いしますね。と、野上さんのお母さんに声をかけられ、俺も慌てて頭を下げた。ご挨拶が遅れて申し訳ありません。はじめまして、と挨拶すると、笑顔の野上さんとお母さんとは対照的に、野上社長は明らかに嫌そうな顔をした。俺を無視するように、おい、何ぼさっとしてんだ。早くしろ。と野上さんたちに怒鳴りながら、足音荒く会場へと行ってしまった。残された二人は申し訳なさそうに会釈をして、野上社長の後を追いかける。俺も相手を待たせてはいけないと、足早に会場へと向かった。通された個室は、きれいに整えられた中庭がよく見える明るい部屋だった。そんなすがすがしい雰囲気をぶち壊すように、野上社長はむすっとした表情を浮かべている。どっかりと座椅子に座り、俺を寝踏みする勢いでじろじろと見ていた。はじめまして、田辺陽平です。俺の自己紹介に、はじめまして、野上ゆかりです。と彼女もにこやかに返してくれる。本日は機会を設けてくださりありがとうございます。母は仕事のため遅れてまいります。申し訳ありません。と謝ると、野上社長の眉間にシワが増えた。お母上は何のお仕事をされているんですかな？うちは代々農家をやっています。素直にそう答えると、野上社長は、信じられん、と怒りに満ちた声を上げた。地主だと聞いていたから見合いさせたのに、農家だと？冗談じゃない。バンと机を叩く社長を、お父さんとゆかりさんが咎めたが、野上社長は気に食わないとばかりに俺をじろりと睨みつけた。あの社長、こんな底辺なんか紹介しやがって、あんな安い軽トラしか買えない貧乏人と、うちの娘が釣り合うわけがない。だいたい地主って言ったって、農家じゃ話になんねえ。泥まみれのやつと結婚なんてしたら、こっちまで土臭くなっちまうじゃねえか。あまりの言われように、さすがにカチンときた。確かに毎日土にまみれて生活しているが、代々受け継がれてきた米農家という職業に、俺は誇りを持っている。馬鹿にされたままでは納得がいかなかった。確かに畑仕事は汚れてしまいます。ですが、米や野菜を作ることに誇りを持っています。母と二人、力を合わせながら続けてきました。俺が反論したのが気に食わなかったのか、野上社長はさらに眉をつり上げた。母と二人？父親は何をやってるんだ？父は他界しました。それから母と二人で農家を続けています。俺の言葉に、話にならん。と野上社長は大声を上げた。片親で農家だと？お前ら、うちに寄生するつもりか？ふざけるな。お前らみたいな土臭い貧乏人にやる金なぞ、ビタ一文ない。それに、お前は高卒なんだってな。おまけに母親しかいないんじゃ。どうせろくな教育も受けてないだろう。たかが知れる。社会の底辺とは、話すだけ時間の無駄だ。そう言うと、野上社長は立ち上がり、帰るぞ、早くしろ。と、ゆかりさんとお母さんに向かって怒鳴りつけた。俺は突然のことに驚いてしまったが、二人は慣れているのか、諦めたようにため息をつくと、しぶしぶ立ち上がる。きっと引き止めたところで、あの社長に強引に連れ帰られてしまうだろう。できれば成功させたかったお見合いだったけど、仕方がない。
野上社長の後を追いかける二人に続くように、俺も個室を後にする。店を出たところで俺を待っていてくれたのか、ゆかりさんとお母さんは、すみません、と頭を下げてくれた。この二人はとても良い人たちなだけに、野上社長の傲慢さが余計に目についた。いえ、こちらこそ申し訳ありませんでした。これ。よかったら、と差し出したのは、母さんが作った米粉のシフォンケーキだ。母が作ったシフォンケーキです。ゆかりさんも以前好きだと言ってくれていたし、せめてお詫びにでもなればと思った。しかし、ケーキはゆかりさんの手に渡る前に、野上社長の手によって地面に叩き落とされた。こんな貧乏人が作ったもんなんて食えるか。殴る勢いで叩き落とされたケーキは箱から飛び出してぐしゃりと地面に散らばった。社長はそれだけでは飽き足らず、怒りを込めた足で勢いよくケーキを踏みつける。そんなことを平然とやってのける神経に俺は絶句した。俺を馬鹿にしただけでは飽き足らず、食べ物まで粗末にするなんて。母さんの思いまで踏みにじられたような気がして、ふつふつと悔しさがこみ上げる。思わず社長につかみかかりそうになったが、一足早くゆかりさんが社長の頬に盛大な平手打ちをぶちかました。パーンとすごい音が駐車場に響き渡る。その場にいた誰もが息を飲んだ。野上社長は平手打ちされたことがすぐに理解できなかったのか、間抜け面で愕然としている。いくらなんでもひどすぎるわ。洋平さんのお母さんがどんな思いでこのケーキを作っていると思ってるの？ケーキの上からどかすようにゆかりさんが社長をぐいぐいと押す。ようやく状況を理解したらしい社長の顔は怒りでたちまち真っ赤になった。お前、親を殴るなんてどういうことだ？俺に逆らうのか？お父さんがひどすぎるからよ。この、口答えする気か？生意気な。野上社長が右手を振り上げる。まずい、と思った瞬間、ボーンとエンジンをうならせながら真っ赤なフェラーリが登場した。ピカピカに磨かれたフェラーリは滑らかな動きで近くのスペースに駐車する。高級料亭とは少しばかり合っていないフェラーリの登場に、あっけに取られたのか、野上社長の手は振り上げられたまま止まっていた。フェラーリから降りてきたのは仕事終わりの母さんだった。パリッとノリの効いた上等なスーツを身にまとっている。母さんは俺たちの状況を見て何かを察したのか、にっこりと笑いを浮かべてみせた。遅れて申し訳ありません。傭兵の母です。深々とお辞儀する母さんに困惑する野上社長たちは固まったままだ。しかし、そんな状況を気にせず、母さんはにこやかに続けた。急にテレビの取材が入ってしまったもので。テレビの取材だと？野上社長の言いたいことはなんとなくわかった。きっと彼の言うところの貧乏人の農家になぜテレビの取材が入るのか不思議で仕方ないんだろう。母さんの言葉に続いて、ゆかりさんが野上社長を睨むようにして言った。洋平さんのお母さんが作るシフォンケーキは半年も予約待ちの人気商品なのよ。テレビにも雑誌にも数えきれないくらい取り上げられてるんだから。なんだと？絶句している社長の顔には信じられないと書いてある。ゆかりさんの言う通り、母さんの作る米粉のシフォンケーキは SNS を通じて爆発的人気商品になった。それに加えて、ケーキだけでなく、野菜も少量ながら有機栽培や西洋野菜を作り、他とは差別化をした。おかげで
今では有名レストランや直売所から指名してもらえるほど引く手あまたになったのだ。今は会社も立ち上げ、ぶっちゃけてしまうとかなり儲かっている。貧乏人と見下していた家庭がそんな状況であれば、まあ驚くのも無理はないだろう。母さん、せっかくの機会だったけど、縁談はなくなったよ。俺が正直に伝えると、母さんは、あら、それはよかった、と笑った。あんなに縁談を楽しみにしていたのにと、俺が不思議に思っていると、母さんは、私も縁談を断りに来たの、と言った。驚く俺を尻目に、母さんはにっこりとした笑みを崩さないまま、野上社長に向き直る。お久しぶりです、野上さん。母さんの言葉に、俺だけじゃなく野上社長も驚いた様子だった。そんな社長を見て、母さんはなおも言葉を続ける。今回のお相手が野上さんだとお聞きして、少しばかり思うところがありまして、失礼ながら事前に調べさせてもらいました。調べるだと？なんて無礼な。憤る野上社長を無視して、なおも母さんは続けた。野上さんは以前、朝日商事にお勤めでしたよね。そう言われて、俺は思い出した。野上社長は、うちの米を安く買い叩いた朝日商事の担当者だった男だ。忙しさに追われて忘れかけていたが、記憶の中の面影と一致する。昔の怒りがふつふつと湧き上がってきたが、どうやら野上社長は俺たちのことなんて忘れてしまったらしい。野上さんは朝日商事で働かれた後、子会社のレストラン事業を任されたんですよね。それも成功して、随分と羽振りが良いとお聞きしています。それがどうしたって言うんだ。そんなことまで調べるだなんて、プライバシーの侵害だぞ。訴えてやる、とわめき散らす野上社長に、母はまたにっこりと笑いかけた。まだ思い出していただけませんか？お前みたいな失礼なやつなんぞ知らん。野上社長は唾をまき散らしながら怒鳴り続ける。社長を見る母さんの目は笑っておらず、俺は内心で悲鳴を上げた。私、田辺です。野上さんに米を買い取ってもらえなくて、大変な思いをした田辺ですよ。そう言われて、やっと思い出したのか、それまで顔を真っ赤にして怒っていた野上社長は、一瞬にして言葉を失ったようだった。お前。震えながら指をさす社長に、母さんは、ようやく思い出してもらえましたか？と呆れたようにため息をつく。あの時は大変お世話になりました。ですので、今度はうちがお返しさせていただきますね。母さんの言葉に社長は、お返し？と疑うような声を上げる。怪げそうに顔を歪める野上社長を見て、母さんは世間話でもするかのような明るさで答えた。うちはあなたにデマを流されましたが、私は皆さんにきちんと真実をお伝えしましたよ。真実だと？一体何を？御社と取引している会社は、うちとも取引してくださっている会社が多いんです。野上社長が手掛けるレストラン事業に関わっている会社はとても多い。両手で数えきれないほどの卸業者や野菜農家に、母さんは野上社長が昔した悪行をすべて伝えたそうだ。もともと社長の性格も相まって悪い噂は多かったらしい。そこに親父を追い詰め、俺たちの日常を壊した話が加わったのだ。皆さん、御社との取引をやめるとおっしゃってましたよ。母さんの言葉に野上社長は顔を青ざめさせた。なんでそんなことを？だって、
事実ですからね。あっけらかんと言い放つ母さんに、野上社長は返す言葉が出てこないみたいだった。信用は積み上げるのは大変だが、壊れるのは一瞬だ。きっと野上社長も重々承知しているだろう。長年築き上げてきた親父の信用だって、この男に一瞬にして壊されたのだから。頼む。それだけはやめてくれ。さっきまで人のことを散々見下していた男とは思えないほど、野上社長は弱々しい声を出した。取引相手から手を引かれたら、うちは倒産してしまう。この通り、悪かった。謝るから許してくれ。野上社長は懺悔でもするように両手を胸の前で合わせた。今にも泣き出しそうなほど顔を歪めて母さんにすがりつく。社長がぐっと握ったせいで、母さんのピシッとしたスーツにシワが寄った。そんな哀れな姿の男を見て、母さんはそれまで浮かべていた笑みをすっと消し去る。冷たい視線だけが男に注がれた。主人も昔、あなたにそう言いました。一度だけでなく、何度も何度も倒産してしまうからやめてくれと。でも、あなたはこう言ったんですよ。覚えてますかと問うた声に、社長は困惑したような表情を浮かべて黙り込む。それだけで野上社長が覚えていないのは丸わかりだった。お前が倒産しようと俺には関係ないと。主人の訴えにあなたは全く聞く耳を持ってくれなかった。天地さえありもしない噂を流して主人を苦しめた。それなのに主人と同じ立場になったら許してくれですって？冗談じゃない。あなたの会社が倒産しようと私には関係ないんですよ。言い捨てるような冷たい言葉に社長は絶望したように目を見開いていた。母さんはスーツをつかむ社長の手を叩き落とし、もう視界にも入れたくないとばかりに顔を背ける。陽平、帰りましょう。ただ静かにそう言われて、俺はようやく呼吸を思い出したかのように大きく息を吐いた。どうやら緊張のせいか息を詰めていたらしい。言葉を失っているゆかりさんたちに会釈だけして、俺は古びた軽トラに乗り込んだ。もしも違った出会い方をしていたら、ゆかりさんとは良い関係が築けていたかもしれない。そう思うと残念だったが、たらればの話をしても虚しくなるだけだ。くよくよしても仕方がない。俺は新しい出会いを探そうと、ぼんやり思いながら軽トラを走らせた。結局、野上社長が任されていた会社はあっという間に倒産してしまった。母さんが真実を伝えたのは、取引がかぶっている数社だけだったが、相変わらず横柄な態度をとっていた野上社長は、元から評判が最悪だったらしい。あちこちから恨みを買っていたようで、瞬く間に悪い話は広まった。そして、次々に契約を打ち切られたせいで調査が入り、経費の着服や賄賂を強要していたことが明るみに出て、懲戒解雇となった。家族にも愛想をつかされ、縁を切られて、今は一人寂しく貧乏暮らしをしているそうだ。なぜ俺がそんなことを知っているのかというと、ゆかりさんから直接聞いたからだ。お見合いは破談になったが、実はゆかりさんがうちの会社の社員になってくれたのだ。ゆかりさんとお母さんは後日わざわざうちまでやってきて、その説は申し訳ありませんでした。と深々と頭を下げてくれた。前々から野上社長のやり方には頭を悩ませていたらしく、今回の騒動がきっかけで完全に縁を切ったらしい。今は母子二人でパートをしながら
細々と暮らしていると言ったゆかりさんに、母さんが、だったらうちで働かないと声をかけたのだ。ゆかりさんもお母さんも驚きに目を瞬かせていたが、俺も母さんの突飛な発言に心底驚いた。最初は迷っていたゆかりさんだったが、母さんがいかに人手不足なのか、シフォンケーキ作りを手伝ってほしいのかを力説したおかげなのか、最終的には首を縦に振ってくれた。その時の俺の浮かれようは想像がつくだろう。こうして一緒に働くようになり、うちの会社はますます繁盛していった。ゆかりさんのアドバイスで改良したシフォンケーキが若い子の需要にマッチして今まで以上に大ヒットし、全国の百貨店などでも扱ってもらえるようになったのだ。野菜も有名レストランだけでなく、わざわざ遠方から買いに来てくれる個人のお客さんも増えたおかげで大忙しだ。美味しいと言ってもらえる機会も増えて、俺は今まで以上に充実した日々を送っている。一つだけ困ったことがあるとすれば、母さんのゆかりさんがお嫁さんに来てくれたらね、という言葉だった。冗談交じりに笑って言われるのだが、ゆかりさんと一緒にいるときに言うのは本当に勘弁してもらいたい。つい先日、ようやく恋人になれたばかりなのだから、いくらなんでも請求すぎるだろう。きっとゆかりさんだって結婚なんてまだ考えていないはずだ。こっそりとゆかりさんを見れば、彼女も俺を見ていたようで、バチリと視線が絡み合う。一瞬だけ驚いたように目を瞬かせた後、嬉しそうに笑いかけてくれる彼女に、俺の心臓は相変わらずバックンバックンと大きな音を立てて暴れ回った。きっと俺の心臓は一生ゆかりさんにときめき続けるだろう。人生山あり谷ありとはよく言ったものだ。辛いことは確かにあったけど、今はその分幸せに満ちている。これから先、きっとまた辛いことや悲しいことがたくさん待ち受けているだろう。だけど、壁にぶち当たったとしても、その先にある幸せを目指して歩みは止めたくない。ゆかりさんが辛い時、悲しい時には、俺がその手を取って支えたいと思っている。いつか彼女と将来を誓い合う時まで、今ある幸せをかみしめながら充実した毎日を送っていきたい。みんなが言ってた通り、あなたって本当に冷たい人。そんな思いやりのかけらもない人と結婚なんて考えられない。結婚を考えていた恋人から言われた言葉が頭の中で繰り返される。冷たい人。これまでに何度言われ続けてきただろう。慣れていると思っていたけど、恋人にまで言われるとさすがにダメージが半端ない。そんなどん底気分の真っ只中で彼女と出会ったんだ。一緒にいてほしいの。ダメ？彼女と出会ったあの日はきっと俺にとって運命の一日だったんだと思う。俺の名前は小野高也。両親は幼い頃に事故で他界し、子供がいなかったおじ夫妻に引き取られた。亡き両親の分もと愛情いっぱいに育ててくれたおじ夫妻に恩返しがしたくて、俺はおじが社長を務める会社に入った。昔から口数も少なく、社会人になって特に合理的な考え方をするようになった俺は、周囲からは冷たい人間と評されることも多い。仕事に関してはその考え方が合っているのか、業績はしっかりと上げている。陰口くらいなんてことはない。俺にとってはそんなことよりも、おじさんの会社にとって貢献できることの方が大事なんだから。とまあ、そんな感じで、俺は仕事に邁進しているのだが、会社自体は人手不足で毎日かなり忙しい。
明らかに向いていない俺が、後輩の教育指導まで担当しているのだから、人手不足の深刻さが伝わると思う。その後輩の中の一人、磯村里美。半年前にうちの会社に転職してきた一個下の後輩で、ふわふわとした綿菓子のような子。彼女から告白されて3ヶ月前から付き合っている。俺のどこがいいのか自分でも不思議に思うのだが、彼女曰く、クールなところがいい、とのことだった。リミはその可愛らしい顔立ちや仕草が庇護欲をそそるというか、守ってあげたくなる女性だ。俺は彼女との結婚をすでに意識していた。しかし、仕事とそれとは別だ。リミは少しぼんやりしたところがあるのか、仕事のミスが多く、毎日のように俺は彼女に注意をしていた。この日もいつものように報告書の訂正を指摘した。特別強く言ったつもりもなかった。でも、もう別れてほしい。あなたとじゃ無理。仕事終わりにリミに呼び出された俺は別れを告げられた。いきなりなんで？私のことを大事にしてくれないんだもの。もしかして今日のことを怒ってるのか？リミは俺の言葉にふてくされたように顔を背ける。恋人なんだから優しくするのが当然でしょ？当然ってなんだよそれ。あまりの言い分に思わずため息をついてしまう。そんな俺の態度がリミの尺に触ったようで、きっと俺を睨んだ。ああ、最初はクールでかっこいいと思ってたけど、こんなに冷たくて思いやりのない人だとは思わなかった。やっぱり、実の親に育ててもらってないから、そういうことがわからないのかしら。親のことは関係ないだろう。リミの言葉に、思わずピクリと体が反応する。自分でも思っていた以上に低い声が出ていた。俺の反応に、リミは一瞬顔をこわばらせたが、気を取り直すと、一気にまくし立てた。何よ。社長が親族だからって、調子に乗って。社長の存在がなければ、あんたなんか見向きもされないくせに。効率を優先して無駄を嫌う俺は、冷たい人とか、面白みのない人と言われ続けてきた。昔は親がいないことで、心ない言葉を投げつけられることもあった。親代わりになってくれたおじさんが人格者で社長だったから、悪意のある言葉から守られていたことも事実だ。慣れもあるかもしれないし、俺自身がしたたかになったこともあるかもしれない。大人になった今では、誰に何を言われても気にすることはなくなったつもりだった。でも、結婚を考えている恋人から言われるのは、さすがに大きなショックだった。リミも、そんな風に思ってたのか。とにかく、私たちの関係はもう終わり。これからは、慣れ慣れしくしないでよね。そう言うと、リミはスマホをポケットから取り出し、さっさと俺の前からいなくなってしまった。遠ざかるリミの電話相手は友人のようで、たった今振った俺のことを何やら愚痴っているようだったが、もうどうでもよかった。気がついたら自宅近くの公園付近を歩いていた。時刻は21時過ぎ。毎日繰り返していることは身に染みつくものなんだな。なんてことをぼんやりと考えながら周囲を見回す。住宅街ということもあって、周囲にはほとんど人はいないが、立ち並ぶ家々には暖かな明かりが灯っていた。しばらく歩いていると、街灯に照らされ、地面に倒れている人を発見した。嘘だろ。先ほどまでぼんやりしていた思考が一気に冴えて、急いでその人物の元に駆け寄る。身なりはボロボロだったが、服装と体つきから女性だと分かった。大丈夫ですか？しっかりしてください。激しく揺すらないように抱き起こすと小さく声を漏らす。意識はあるようだ。とりあえず病院か、と考えていたら女性が身白いだ。その拍子に顔にかかっていた前髪がはらりと落ちた。薄汚れていてもわかる整った顔立ち。
思わず目を奪われた。しばらくぶしつけに彼女の顔を眺めたところで、はっと我に返る。すみません。大丈夫ですか？私、道に倒れていたのを見つけて、それで、俺は慌てて事情を説明した。もちろん変なことはしていないということも。俺の説明を聞き終えた女性は、ゆっくりと体を起こすと、小さく頭を下げた。ご迷惑をおかけしました。ありがとうございます。でも、もう大丈夫ですから。そう言って、ふらふらと立ち去ろうとする。その姿を見て、俺は思わず声をかけていた。よければ、うちに来ませんか？突然の提案に女性もびっくりして固まっている。当たり前だよな、と頭の片隅で思いながら言葉を続ける。風呂も着替えもあるんで、病院とか行くにしても、そんな格好じゃさすがに。ね。もちろん不安なら断っても構わない、と付け加えたが、彼女は少しだけ考えた後、お言葉に甘えさせていただきます。と、再び頭を下げたのだった。お風呂ありがとうございました。大きめのスウェットを着た彼女が、ペコリと頭を下げる。自分の部屋なのに、彼女がいるだけで違う場所のように思えて落ち着かない。いえ、それじゃあ、ゆっくりしててください。彼女に座るよう促した後、俺はそそくさと立ち上がった。布団とか、テレビとか好きに使ってもらっていいんで。どこかに行かれるんですか？不安そうな顔で彼女が尋ねてくる。俺は頭をかきながら答えた。俺がいたらくつろげないでしょ。だから満喫とかに泊まります。そんな。そうそう。冷蔵庫にコンビニ弁当が入ってるから食べてください。昨日買ったやつで悪いんだけど。苦笑いを彼女に向けた後、玄関に向かおうとしたが腕を掴まれた。待ってください。あなたが出て行くなら、私が。いや、それじゃあ意味がないから。行かないでください。さすがに同じ屋根の下に男女が一緒にいるのはどうかと思うのだが、不安そうな表情の彼女を見て、俺は折れざるを得なかった。彼女はというと、なぜかとても嬉しそうで、その表情に不覚にもドキッとしてしまった。二人でコンビニ弁当を分け合いながら自己紹介をして、それぞれのことを話した。彼女の名前は長谷川誠。年は俺と同じで25歳。同い年と分かったことで、誠さんから、敬語はやめよと言われ、しぶしぶうなずいた。彼女は家を出て自力で生活をしていたものの、仕事がうまくいかず体調を崩してしまったらしい。理由は言いたくないのか濁していたが、人間関係に悩んでいた雰囲気が漂っていた。やむなく退職したものの、貯金も底をつき、放浪していたところで俺と出会ったということだった。それは大変だったね。でも。でも？私より、小野さんの方が辛そう。長谷川さんの言葉にドキッとした。何言ってるの？俺は全然。私も人のこと言えないけど、小野さんも大丈夫そうには見えないよ。無理してるよね。長谷川さんがまっすぐに俺を見つめる。その表情から、俺のことを心配してくれているのが伝わる。リミとの別れのショックが、そんなに顔に出ていたのだろうか。心がすごく辛そうに見える。話して楽になるなら話して。抱えてると辛くなる気持ち、私にも少しはわかるから。参ったな。長谷川さんの優しい声を聞いた瞬間、胸の中にこらえていたものが溢れてきて、気がつけば今日のことを彼女に話していた。もう会わない人間が相手だからか、言葉が、気持ちが溢れて止まらなかった。恋人に振られたんだ。冷たい人間だって。そんな、ひどい。いや、彼女の言う通りなんだと思う。俺、口数も少ないし、表情も乏しいから。小野さん、小学生の頃にさ、両親が事故で亡くなったんだ。それまでは
母親に怒られるほどおしゃべりだったのに、父さんと母さんがいなくなったらうまく喋れなくなっちゃって。ご両親が亡くなったんだもの。ショックが大きくて、そうなってしまうのも仕方ないよ。長谷川さんはそう言ってくれたけど、それだけが理由じゃない。両親が亡くなった後は、おじさん夫婦に引き取られてすごく幸せだった。実の子供のように愛情を注いでくれた二人には本当に感謝してるんだ。だからこそ恩返しがしたくて、おじさんの会社に入ったけど、そのせいでこれまで以上に周囲の目は厳しくなった。俺がしっかりしないと、おじさんにまで批判が向かってしまう。だから、すごく努力したんだ。うん。俺が成果を出せなければ、役立たずを引き入れた。と、おじさんが非難される。俺が頑張って成果を出しても、身内びいきしてるんじゃないか、と勘ぐられる。どちらにしても、誰かが陰口を叩く。それならと、俺はおじさんの役に立つ方を選んだ。そのために身につけた考え方や立ち振る舞い方が合理的で融通が利かない人間だと思われるものだったというだけのこと。自分でも納得しているつもりだったけど、やっぱり答えるよね。恋人にまであんな風に言われるなんてさ。リミに振られたシーンがフラッシュバックする。胸がズキンと痛んで何やら込み上げてくるものがあったけど、それをごまかすように、はははと笑った。小野さんは、冷たくなんかない。誠さんは泣いていた。綺麗な人は、流す涙まで綺麗なのか、なんて、馬鹿げたことが頭をよぎる。だって、見ず知らずの私のこと、助けてくれたじゃない。みんな見て見ぬふりだったのに、小野さんだけが私に手を差し伸べてくれた。いや、俺は、彼女を助けた理由。それは彼女が思うほど純粋で綺麗なものじゃない。だけど、小野さんは優しい人だよ。まっすぐで美しい瞳を向ける彼女の言葉を聞いていると、俺の心の中にも温かな気持ちが流れ込んでくるようだった。ありがとう。いつの間にか俺の目から涙が溢れていた。彼女に釣られたのか、これまでこらえ続けていたものなのか、俺自身にもわからなかった。おえつする俺の背中を長谷川さんは優しく撫で続けてくれる。その手はとても温かくて、なおさら俺の涙腺を刺激した。しばらく二人で涙を流し続けた後、温かなお茶を入れて一息つく。さっきまでうつうつとしていた気分はすっかり晴れて、心の中は泣いでいた。なんか、俺の方が助けてもらったみたいになっちゃったね。そんなことないよ。私もたくさん泣いちゃったし。互いに目の端を赤くしながら笑い合う。長谷川さん、もしよかったらだけど、仕事が見つかるまでうちにいたら？いいの？俺の言葉に長谷川さんは目を丸くしている。家に連れてきたことといい、突拍子もない提案ばかりだな、と自分でも思う。でも、やっぱり彼女を放っておくことはできないと思った。もちろん、俺としても家に誰かいてくれるのは安心するし。ありがとう。なら私は小野さんが仕事の間に家のことしておくね。何もしない居候っていうのはさすがに申し訳ないから。本当に？それはすごく助かる。長谷川さんからの嬉しい提案に、思わず声を上げてしまう。そんな俺を見て、彼女はクスクスと笑っている。まだ出会って数時間だというのに、彼女といる時間はとても心地よくて、自然と俺の顔にも笑みが浮かぶ。それじゃあ、これからよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。こうして、長谷川さんとの期間限定の同居生活が始まったのだった。会社では、リミとの一件が原因で、俺はかなり居心地が悪くなっていた。リミが、俺の悪い噂を吹聴していたのだ。内容は嘘ばかりだったが、普段から俺の評価が荒れなせいか、みんな信じているようだった。代わりに、リミは悲劇のヒロインとばかりに周囲からかばわれていた。正直、仕事がやりづらくてしょうがない。立場上、リミに仕事の件で話さなければならない時でも、
特に男子社員からは睨まれ、監視されているような状態。リミはリミで、そんなお姫様扱いに酔っているのか、どこか楽しげな様子だ。ああ、まったく。いい加減にしてくれよ。俺は頭を抱える日々を送っていた。そんな俺の唯一の癒しは長谷川さん、誠さんと過ごす時間だった。隅々まで綺麗に掃除された部屋。俺の帰宅時間に合わせて仕上げてくれる美味しい料理。部屋の中はいつもいい匂いがしていて、自分の部屋とは思えないほど。疲れて帰ってきても、家で誠さんが笑顔で出迎えてくれる。それが今の俺の心の支えだった。ただいま、誠さん。高谷くん、お帰りなさい。今日もお疲れ様。ご飯の準備するね。彼女が作ってくれた夜ご飯を食べながら、いつものように他愛のない話をする。会社ではあまり話す相手がいない反動なのか。俺は誠さん相手だと、かなり饒舌だ。一緒に住み始めた頃は自分でも驚いたが、彼女が聞き上手なおかげで、いろいろと話題を引き出してくれるのかもしれない。先日も大学時代にハマったパソコンや写真編集に関する話をしたことがあった。講義をしていた教授がかなりマニアックというか、深い知識のある人で、いろいろと話を聞くうちに自分でも興味が湧いて、一時期いろいろと手を出したことがあった。誠さんは仕事に関するパソコンスキルは一応持ち合わせているものの、本来パソコンを含む機械類が苦手らしく、話をされてもきっとちんぷんかんぷんだったことだろう。しかし、それでも彼女は俺の話にしっかりと耳を傾けてくれた。それだけじゃない。彼女自身も話題豊富な人で、彼女の話はどれも面白いものばかりだった。だからなのか、二人で話していると話題は尽きず、時間はあっという間に経ってしまう。まだ一緒に過ごして数日しか経っていないが、俺は彼女のことを密かに尊敬していた。食事も終わりに近づいた頃、俺はふと思い出したように、誠さんに仕事のことを尋ねた。それが、まだ見つかってなくて、ごめんね。申し訳なさそうにする彼女に、俺はうちの会社を紹介することにした。うちの会社も人手不足で困っているし、誠さんは就職先を探している。最初から提案すればよかったのだが、一気にいろいろ言っても、彼女を困らせるだけかと思い、少し様子を見ることにしていたのだ。彼女の表情から好感触を得た俺は、早速おじさんへと連絡し、翌日、面接を兼ねて会うことになった。しかし、何を勘違いしたのか、おじさんは誠さんのことを、俺の彼女だと思ったようで。高谷がこんなに素敵な恋人を連れてきてくれるなんて、嬉しいな。なんて、目尻を下げていた。その言葉に、俺も誠さんも恥ずかしくてうつむいてしまう。そんな俺たちを見て、おじさんは楽しそうに笑っていた。その後、面接はしっかりと行われ、その場で即採用が決定した。喜ばしいことだったが、それは同時に、彼女と暮らす日々の終わりも意味している。二人で過ごすのに慣れてきていたこともあって、寂しかったが、もともとその約束だったのだから仕方ない。会社からの帰り道、俺は誠さんに切り出すことにした。誠さん、さ、高谷くん、もう少しだけお家にいさせてくれないかな。え？驚いて誠さんの顔を見る。仕事のことまでお世話してくれたのに、このままじゃあねなんて申し訳ないもの。高谷くんも忙しいと思うし、私も家のことするから。俺としてはありがたいけど、本当にいいの？もちろん、私頑張るね。誠さんの気持ちは嬉しいけど、仕事に慣れるまでは大変だと思うから、無理しないで。それで体調崩しちゃったら、元も子もないんだからさ。そうだね。気をつける。それじゃあ、お休みの日とか一緒に家事やろう。うん、そうしよう。彼女とは付き合ってるわけじゃない。でも、この会話はなんだか同棲しているカップルみたいで、少しドキドキした。誠さんの顔をちらっと盗み見る。
夕日のせいだとは思うけど、誠さんの方もどことなく赤く染まっているように見えた。こうして、俺たちの同居生活は継続することになったのだった。翌日、彼女の優秀さはすぐに発揮された。教えられた仕事はすぐに覚え、頼んだ仕事の出来栄えもスピードも申し分ない。加えて、明るく人当たりの良い性格の彼女は、営業先の人からの評判も良く、来たばかりだというのに、すでに誠さんを指名してくる会社があるほどだ。さらに、美しい彼女が男性社員の注目を集めないはずもなく、言い寄ってくる男性社員が多くいた。あまりにも誘いが多いからなのか、彼女の歓迎会が開かれた日に、みんなの前でこんな宣言をした。私、小野さんと同棲してます。というか、私の方が押しかけている感じなんですけど、ね、高谷くん。同棲というワードと名前呼びにみんなが驚愕した。俺もその中の一人で、飲んでいたウーロン茶を吹き出しそうになった。むせる俺の背中を誠さんが優しくさする。その姿を見て、ざわめきが広がった。よりによってなんで小野さんなわけ？高谷くんは本当に優しい人で温かい人なんですよ。みんなは信じられないといった様子で、誠さんを質問攻めにしていた。その質問一つ一つに対して、誠さんは丁寧に、にこやかに答える。最初こそ、半信半疑だった彼らも、揺るがない誠さんの言葉に説き伏せられたのか、その日からみんなが、俺を見る目が少し変わったような気がする。そして、リミに流されていた嘘ばかりの噂も消えていて、俺の日常は穏やかさを取り戻していった。その頃、社長であるおじさんをサポートしていた秘書の一人が休暇に入ることになり、その交代要員として誠さんが抜擢された。一緒の部署で働けなくなることは残念だったが、誠さんもやる気に満ちていたので、俺も素直に応援することにした。秘書の仕事は大変なようだが、とても充実しているようだった。そんな俺たちとは対照的に、リミの立場は危うくなっていた。これまで以上にミスが増え、彼女が流した噂の多くが嘘だったことが分かったからか、それまで彼女のことを何かとかばっていた。男性社員たちからも見放されたようで、孤立していた。そして、そんな中で事件は起こった。その日も誠さんと一緒に出勤した後、俺は自分のデスクでメールの確認をしていた。打ち合わせなどの連絡に混じって、一通のメールに目が留まる。それは、怪しげな男に何かを渡している誠さんの姿が写っている写真が添付された。社内全員に送られた一斉メールだった。は？なんだよこれ。呆然としながらも、その写真を確認する。男性の方はどことなくぼやっとしていて、正体はわからないが、その男と対面している誠さんの顔は、はっきりと映っていた。封筒のようなものをやり取りしているように見える。一体これは何なんだ？俺はいても立ってもいられず、おじさんのところへと走っていった。しかし、社長室には入ることは叶わず、誠さんとは別の秘書の女性に止められる。誠、長谷川さんのことで社長に話が。申し訳ありません。今は誰も通すなと言われております。なら、長谷川さんと話をさせてください。申し訳ありません。そちらもできかねます。秘書の女性にきっぱりと断られた俺は、すごすごと自分の部署へと戻るしかなかった。そして、そこでさらに驚くことを聞かされる。あ、小野さん、聞きましたか？情報漏洩の件。え？彼らの話を要約すると、会社の顧客情報などの一部が外部に漏れたらしく、上層部はその対応に追われているということだった。そして、その件に先ほどの一斉メール、誠さんの怪しげな行動が関わっているのではないかということも、入ったばかりの長谷川さんが秘書になったのも、これを狙ってたんじゃないかって噂が流れてて、そんなわけないだろう。俺の声に周りがビクッと肩を震わせた。すまない。大きな声出して。いえ、俺たちもそう思います。でも、そうなるとこれって、
一体どういうことなんでしょうね。俺にも何が起こっているのかさっぱりわからない。でも、一つだけ確実なことがある。彼女がそんなことをするような人ではないということだ。混乱の中、誠さんからしばらくの間、会社を休むことになったとメッセージが入っていた。おじさんからの通達で、しばらくはホテルで過ごすようにとのことで、家のことできなくてごめん。ちゃんとご飯食べてね。と添えられていた。その文面を見て胸が苦しくなった。自らの身の潔白を訴えるわけでも、おじさんに話を通してほしいと懇願するでもない。俺との約束が守れないことへの謝罪が綴られているその文面を見て、俺は決心した。彼女の潔白は俺が必ず証明してみせる。俺は今回の件を調べることにしたのだった。情報漏洩の件が発端で、社内はひどいありさまだった。取引先から次々に契約を切られ、その取引先はすっかりライバル会社へと奪われてしまった。そして社内の電話はひっきりなしになり続けている。その対応に部署関係なく社員全員が追われていた。みんな日に日に疲れが出て、社内の空気は絶望的なほど暗い。この数日のうちに、俺のいる部署でも退職者が出るほどみんなが追い詰められていた。だが、俺だけは諦めずにいた。あれ以来、誠さんと連絡が取れなくなっていた。俺に飛び火しないように彼女が気を使っているのか、それとも社長であるおじさんの指示なのかはわからない。一緒に過ごすことは愚か、声を聞くことすらできない日々は、俺にとってかなり辛いものだった。それだけ誠さんの存在は俺の中で大きくなっていた。彼女もきっと不安なはずだ。前職の辛い経験から立ち直ってきたというのに、またこうして誰かの悪意によって彼女は孤独にさらされている。誠さんと初めて会った時のボロボロな姿と不安そうな表情が頭の中で呼び起こされる。彼女に似合うのはそんな表情じゃない。俺の知っている彼女はいつも明るくて笑っていて、俺はそんな彼女のことが、そうだ、俺は彼女のことが大切なんだ。だから、何としてでも彼女のことを助けたい。まずはあの写真だよな。何か引っかかる。写真を見たその瞬間は、パニックで後回しにしていたのだが、初めて見た時から、どことなく違和感を感じていた。俺は自分の勘と誠さんのことを信じて行動した。そして数日をかけてようやく見つけることができた。メールに添付されていた写真の一部に加工の痕跡を見つけ出し、元の写真を復元することができたのだ。そこに写っている女性は誠さんではなく全くの別人。それは俺がよく知っている人物だった。そこからは芋づる式のように多くの証拠が出てきた。よし、これで誠さんを、彼女を救うことができる。大学時代、マニアックな教授のおかげで得た知識や技術がまさかここで役に立つとは思わなかった。やってきたことに無駄なことなんて何もないんだな。そんなことを思いながら、俺は証拠になるものを持って、社長であるおじさんのもとに向かった。久しぶりに見るおじさんの顔はやつれている。目の下にははっきりとわかるくらいの濃いクマができていた。社長、話があります。情報漏洩の件についてです。俺が毅然とそう言うと、おじさんはさっと顔色を変えた。話を聞こう。その言葉を合図に、俺は調べ上げたことを事細かに、おじさんへと伝えたのだった。それから数時間後、俺はホテルを訪れていた。彼女がいる部屋をノックする。向こうから静かな声で返事が聞こえた。数日ぶりに耳にする彼女の声。誠さん、迎えに来たよ。高谷くん。勢いよくドアが開いたかと思ったら、中から誠さんが飛び出してきて、俺へと抱きつく。高谷くん、会いたかった。会いたかったよ。その声は震えていた。俺は彼女の背中にそっと腕を回して大事なことを伝える。
誠さん、もう大丈夫。全部終わったよ。そう、もう終わったのだ。どういうこと？目に涙を溜めた誠さんに微笑みかけた後、俺は部屋の中へと入り、今回の真相を話した。あの写真は合成だった。もともとは、どこかの公園で取引をしているらしい男女が写った写真。加工された部分をすべて元に戻したとき、そこに写っていたのは、磯村里美だった。そう、今回のことは、すべて彼女の仕業だったのだ。かなりうまく作られていたので、パッと見て合成写真だと見抜くのは難しかったが、誠さんの疑いを晴らしたいという俺の執念と、昔獲得したスキルや知識のおかげで暴くことができた。やっぱり、高谷くんは優しい人だね。こうしてまた、私のことを助けてくれた。誠さんが俺の手を優しく握る。俺を見つめる瞳から涙がこぼれ落ちる。俺はその涙を拭うと、ずっと抱えてきた気持ちを口に出していた。俺は誠さんが言うような、優しい人間なんかじゃないよ。そんなこと。誠さんの言葉を遮るように、俺は首を振った。最初に誠さんを助けたとき、確かにこんなに弱っている人を放っておけないとも思ったけど、それ以上にリミから言われた言葉が頭から離れなくて、反発する気持ちもあって君のことを助けたんだ。振られた当日だったということも大きかったかもしれない。慣れているつもりだったけど、本当は冷たいと言われるたびに、そうじゃないって心の中では叫んでいたのかもしれない。自分でも傷ついていたことに気がつかないまま、長年の思いが積み重なっていたんだろう。そんな時に誠さんに出会った。ボロボロな姿の彼女を見て、俺は彼女を助けたら、俺は普通だと証明できるんじゃないか。そんなことを思ったんだ。そもそもそんなことを考えているから、冷たい人間と言われるんだ。ということにも気づかないのは滑稽だと思うけど、結局は全部自分のためだったんだ。優しさとかそういうのじゃない。誠さんは何も言わずに俺を見つめたままだった。その瞳に呆れの色が浮かんでいないことにほっとする自分がいて、心の中で思わず笑ってしまう。今回だってそう。会社が大騒ぎになっているのに、疑いが向けられた誠さんを助けることに重点を置いて行動した。相手が誠さんだから、俺は助けたんだ。困っているのは、会社もみんなも同じだって言うのにね。そこまで言うと、俺は自重気味に笑った。そして小さくつぶやく。やっぱり、俺は、冷たいんだろうな。その言葉を聞いて、俺の手を握る誠さんの手に力がこもる。そんなことない。誠さん？聞いたことのない彼女の大きな声に驚く。誠さんの力強い瞳が、俺をまっすぐに見つめていた。高谷くんは分かってない。自分では身勝手だと思っているその気持ちこそが、あなたの優しさなんだよ。誠さんの言葉を聞いても、俺は理解できなかった。俺が優しい？そんなはずない。だって俺は、戸惑う俺の様子に、誠さんがふふっと笑った。そんなはずないって思ってるでしょ？高谷くんは一番いい方法を見つけて解決に動いてるだけ。そこには高谷くんなりの基準があると思うけど、その基準にはちゃんと誰かのためが入ってる。私を助けてくれた時も今回も。それは、今回だって真っ先に私のところへ来て、私の話を聞くことも、連れ出すこともできたはずなのに、それをしなかった。それは握手だって分かってたからだよね。高谷くんは私だけじゃない。会社のことも考えて行動してた。違う？俺は言葉に詰まって何も言えなかった。誠さんには、俺自身が気づいていないことまで、全部お見通しなんじゃないかと思えてくる。高谷くんは優しいだけじゃない。自分っていうものをしっかり持ってる人だよ。まだ一緒にいる時間は短いかもしれないけど、それでも私は知ってるつもり。俺を見つめるその瞳は優しく柔らかな光をたたえていた。
高谷くんは会社のことを考えて自分にできることをたくさん頑張ってる。冷たく感じる言葉や行動の奥には思いやりが隠れてる。それはきっとおじさんたちにも伝わってるはずだよ。もちろん私にもね。誠さん。彼女の言葉に不意をつかれて、俺の目からは涙がこぼれ落ちた。今まで誰からも自分自身にも気づかれないまま、心の中によどんで溜まっていたものが彼女の言葉によって一つ一つ溶けていく気がした。今度は誠さんが俺の頬を拭う。その細くしなやかな指の感触が心地いい。そんな不器用なところも含めて、高谷くんのこと素敵な人だって思ってる。助けてもらったからっていう一時的な気持ちじゃない。高谷くんと過ごした時間の中で気がついた気持ちだよ。誠さん、俺。ん？先を促すように誠さんが柔らかい微笑みを俺に向ける。その笑顔を見ているだけで、俺の心は温かく満たされるようだった。俺も誠さんと過ごして気がついた大切な気持ちがあるよ。俺は誠さんのことが好きです。私も高谷くんのことが好き。互いに気持ちを伝え合った後、少し気恥ずかしくて声を出して笑い合う。俺のことをこんなにも理解してくれる人と出会えて、その人と思いが通じ合ったことが信じられなかったけど、つなぎ合った手のぬくもりや、触れられそうなほど近くにある彼女の微笑みが、これを現実だと教えてくれていた。これからまだまだやらなくてはいけないことは多いけど、今は彼女と両思いになれた幸せを噛み締めるために、彼女の細い体を抱き寄せたのだった。その翌日、俺と誠さんはおじさんに呼ばれて、朝一番に社長室を訪れていた。開口一番、俺たちに頭を下げたおじさんから、俺たちは今回の顛末を聞くことになった。俺が提出した証拠と合わせて、リミの周辺が徹底的に調べられた。リミのいい加減な性格のおかげか、ライバル会社とのやりとりや、写真の加工依頼などを含む、多くの証拠が、会社のパソコンや、リミの周辺からボロボロと見つかった。呼び出しを受けたリミは、その場で解雇処分となり、会社からは、損害賠償などを請求するつもりだということだ。リミは最後までこうわめいていたらしい。あの女が来てからみんなおかしくなった。私は悪くない。と。自分がちやほやされていたはずなのに、誠さんにその座を奪われたと思ったリミの暴走は、誠さんを貶めるためだけでなく、会社や関係各所に多大な迷惑をかける結果まで招いたのだった。早急に事態が収束したのは高谷のおかげだ。本当にありがとう。私からも改めてお礼を言わせて。高谷くん、ありがとう。二人に頭を下げられて、俺は恐縮してしまう。でも、俺の大事な人の役に立てたのなら、それはとても嬉しいことだ。いつもの俺なら、そっけない態度で済ませてしまったと思う。でも俺は、誠さんと出会ったことで、俺は大事なことを知った。だから、俺の素直な気持ちを、この人たちには、まっすぐに伝えようと思った。二人の役に立ててよかった。そう返した俺を、おじさんはびっくりした表情で見ていた。誠さんは、俺の隣で満足そうに微笑んでいる。これで大団円となればいいのだが、そうはいかない。リミがすべてを認めて、罪を償えば何もかも元通りということにはならない。誠さんではなかったものの、社員が起こした不祥事であることには変わりないのだ。会社の信用回復と同時に、業績を元に戻していかなくてはならない。実際に、経営はかなり危ういラインまで来ているのだ。これからどうしていけばいいのか。考え始めた俺に、おじさんはにっこりと笑顔を浮かべた。高谷、いいニュースが一つあるんだ。いいニュース？俺の問いかけに、おじさんはなぜか誠さんの顔を見た。隣の誠さんは小さくうなずき返している。実はな、うちに融資の話が来ているんだ。あの桜コーポレーションからな。本当に？
でもあんな大手がどうしてうちに？ああ、それは、長谷川さんが桜コーポレーションの社長のお嬢さんだからだよ。誠さんがあの桜コーポレーションの社長令嬢？初めて聞く事実を前に何も喋れずにいる俺に苦笑しながら、おじさんが言葉を続けた。やはり高谷は気づいてなかったんだな。彼女の名前を聞いた時に、もしやと思って尋ねたんだが。私が社長に頼んだの。高谷くんには言わないでほしいって。そうだったんだ。でもなんで？言ってくれればよかったのに。俺の言葉に、誠さんは申し訳なさそうな顔を向ける。私の正体を知った時の高谷くんの反応が怖くて言い出せなかったの。どこに行っても私は社長令嬢っていう物差しで判断されて、父の会社にいた時も、うまくいくのは社長の娘だからって、私自身を見てくれる人はいなかった。それが悔しくて、会社も家も飛び出したけど、結局うまくいかなかった。私自身気づいてなかったけど、守られていたのよね。あれだけ嫌がっていた社長令嬢という肩書きや立場に、父が整えてくれた環境の中で学んで、得た力を発揮する場所も与えてもらってたことに気づかなかった。いざ一人になってみたら、自分の不甲斐なさに打ちのめされた。そんな時に出会ったのが高谷くん。あなただった。ボロボロになった私を優しく包んでくれて、私のことを信じてくれて、すごく嬉しかった。私のことをちゃんと見てくれる人がいるって分かって、すごく心強かった。だから、ここでも頑張れたんだよ。本当にありがとう。誠さんの言葉に、笑顔に胸がキュッとなった。俺の方こそ、ありがとうって言いたいのに、言葉がうまく出てこない。おじさんも誠さんも何も言わずに、俺のことを見て微笑んでくれている。だからね、私にもできることがあるならって、そう思って、ホテルに滞在している間に、父に全部事情を話したの。怒られたけど、話してくれてよかったって、そう言ってくれて。長谷川さんが話をつないでくれたおかげで、こうして融資の話がまとまったんだ。だから、本当に二人には頭が上がらない。本当にありがとう。おじさんはそう言うと、もう一度深々と頭を下げた。俺も誠さんへ頭を下げる。誠さん、俺からも、おじさんの会社を助けてくれてありがとう。私もこれで少しは恩返しができたかな。顔を上げると、照れ笑いを浮かべる誠さんと目が合う。彼女が社長令嬢だったとは思いもよらなかったけれど、彼女のおかげで、会社の方もなんとかなりそうで本当に良かった。でも、そっか。誠さんはもともとは桜コーポレーションに勤めていたんだね。社長令嬢で親の会社に入っていたということは、将来的に誠さんが会社を継ぐということなのだろう。彼女の優秀さを見ても、そうなることが自然なように思えた。あの大手企業である桜コーポレーションの次期社長と自分とでは釣り合いは取れない。浮かれていた気持ちがしぼんでいくような気がした。おう、そうだ。急で申し訳ないんだが、高谷には1ヶ月出張に行ってもらうことになった。出張？唐突な話に間抜けな声が出てしまう。そんな俺の様子を見たおじさんが口の端を上げにっと笑う。ああ、長谷川さんと2人でな。長谷川さんって、俺は驚きの声を上げながら、隣の誠さんとおじさんの顔を交互に見る。はい、承知いたしました、社長。当の誠さんは涼しい顔でおじさんに一礼している。だって、誠さんは桜コーポレーションに戻るんじゃ。戻らないわ。だって、私の居場所はここだもの。誠さんがニコリと笑う。俺は誠さんの言葉を聞いて、と戸惑うばかり。彼女は三姉妹の一番末の娘さんで、会社は一番上のお姉さんが継ぐそうだよ。ああ、そうだ。高谷に長谷川社長から伝言を預かってるんだ。娘を2度も助けてくれてありがとう。手のかかる娘だが、どうかよろしくお願いします。とね。そうなんだ。
はっはっは。高谷のそんな顔、久しぶりに見たな。おじさんは明るくそう笑った後、優しい瞳で俺を見つめる。なあ、高谷。私たちのために、高谷が頑張ってくれていることは十分にわかっているし、その気持ちはとても嬉しい。でもね、私も家内も頑張りすぎるお前のことが心配なんだよ。だから、仕事はパッと片付けて、出張先で少しのんびり過ごしてくるといい。彼女と一緒にね。でも、今は会社が大変な時なのに、融資が決まったとはいえ、まだまだやることはたくさんあるはずだ。そんな時に、のんびり休んでいるわけにはいかない。そう言いかけた時、おじさんがゆっくりと首を振った。そして、椅子から立ち上がり、俺の目の前へとやってくる。会社のことは心配しなくていい。社員のみんなもいてくれるしな。だから、高谷は少し休みなさい。戻ってきたらまた頑張ってくれると信じているから。だから、高谷も信じてくれないか？私たちは家族なんだから。そして、俺の頭を優しく撫でてくれる。その懐かしい感覚に、俺の目から涙が次々に溢れてくる。高谷は本当に泣き虫だな。と笑うおじさんの優しい声が、頭の上から聞こえてくる。背中には、誠さんの手が添えられていた。二人の優しさに、また涙が溢れてくる。二人からの土産話、楽しみにしているよ。おじさんのその言葉に、俺と誠さんは、はいとうなずいたのだった。おじさんからの計らいで来た出張先で、俺と誠さんは仲良く手をつなぎながら、街中を散歩していた。もちろん仕事はきっちりと終わらせている。誠さんが同行者だったこともあって、交渉もスムーズに進み、見事に新規契約まで取ることができた。おかげで仕事の予定がかなり繰り上がって完了したため、こうしてのんびりできているのだった。あ、ねえねえ、高谷くん。あのお店に並んでるのかわいい。見に行ってもいい？もちろん。やったー。ありがとう、高谷くん。旅先だからか、いつもより少しはしゃいでいる誠さんが、すごく可愛らしくて目を細める。店内は地元で作られた食器が並んでいた。色とりどりな食器を眺めながら、誠さんはニコニコしている。ねえ、高谷くん。ん？誠さんがマグカップを手にしている。鮮やかなオレンジが映えるシンプルなデザインのものだ。その隣には同じデザインで深い青色が美しいマグカップが並んでいた。すごく素敵。これ買おうかな。うん、いいと思うよ。そう言って、俺は2個のマグカップを手に取り、レジへと向かう。ちょっと高谷くん？自分のは自分で買うよ。誠さんの分はプレゼントするよ。それに俺も、誠さんとお揃いのが欲しいしね。慌てて俺を追いかけてきた誠さんに向かって、もう一言付け加える。帰ったらこのカップで一緒にコーヒー飲もうね、誠さん。俺の言葉に弾けんばかりの笑みを浮かべる。うん、一緒にね。そうして、俺たちは仲良くレジへと向かったのだった。最善を尽くすためには無駄なことはせず、合理的な手段を取ることが一番だと思っていた。でも、今回のことで、経験したことのすべてに無駄なことはないんだって気づくことができた。たまたま運が良かっただけかもしれないけど、ちょっとした興味で始めたことも、反発心から取った行動も、俺だけじゃなく、俺の周りの人も救い出すきっかけになってくれた。こうして一緒に歩いてくれる人もいるのだから、少しくらいなら回り道になっても、そこで見える景色を楽しめるくらいの余裕を持ってもいいのかな、と今では思っている。自分を追い詰めても、いい結果なんて一つも返っては来ないのだから。